のささやきの朗読や皆さんは異世界って本当にあると思いますか？テレビやネットでそういう話を聞いたことはあると思います。山の中で知らない場所に出たとか、気づいたら時間が飛んでいたとか。私もそういう話は好きでした。ただ好きなだけで、実際にあるものだとは思っていなかったんです。少なくともあの日までは。これは私と友人のカナが体験した話です。そして多分、これはまだ終わっていません。あれは春の終わり頃でした。山の空気が少し重くなって、草や土の匂いが濃くなるあの時期です。その日カナは一人で山に入っていました。山菜を取りに行くと言って。本当は私も誘われていたんです。でも仕事があって断ってしまいました。そして出かける前カナは、なんか変なの見つけたら連絡するね、と笑っていて、その軽い言い方がなぜか今でも妙に頭に残っています。カナは昔から少し変わったところがありました。怖い話とか立ち入り禁止の場所とか、普通なら避けるものに興味を持つタイプで、むしろそういう場所ほど自分から近づいていくような、そんな子でした。怖いってことはさ、何かあるってことでしょ？そう言って笑うのがあの子の癖みたいなものでした。昼過ぎにカナから一通だけメッセージが来たんです。ちょっと変なところ見つけた。それだけでした。私が、何それと返してもそれ以上は返ってきませんでした。既読はついていたのに、返信だけが止まっていたんです。私はその時は、電波が悪いのかなくらいにしか思っていませんでした。でもその後すぐに電話がかかってきました。出た瞬間に何か違和感があったんです。向こうはすぐには話さなくて、しばらくの間、ただ息の音だけが聞こえていたんです。それもやけに近くて、少し荒い呼吸でした。かなと呼ぶと、少し遅れて声が返ってきました。ねえ、今どこ？意味がわかりませんでした。山にいるはずのカナが、なぜか私の居場所を確認してきたんです。仕事中だけど、どうしたの？と答えたとき、小さく息を吐く音が聞こえました。よかった。安心したような、でもどこか焦っているような声でした。それからカナはポツポツと話し始めました。最初は本当に普通の話だったんです。山に入って山菜を探して、いつも通り歩いていたという話。でも途中で違和感に気づいたと言いました。音がしなくなったそうなんです。風はあるのに葉の揺れる音がしない。鳥の声も聞こえない。自分の足音だけがやけに響いて、それが少し遅れて聞こえてくるような、そんな感覚だったと。なんかね、変なの。その言い方が、いつもの調子と少し違っていて、そこで初めて私は、少しだけ真面目に話を聞き始めました。カナはそのまま進んでいったそうです。すると、見たことのない場所に出た。山肌がえぐれたようになっていて、その奥に洞窟があったと言いました。カナはその山に何度も来ていました。だからこそ、そんな場所にあるはずがないと、すぐに分かったそうなんです。そしてその洞窟の入り口には、太いしめ縄が張られていました。それは明らかに、入るな、と示しているのに、カナは少し迷った挙句、結局その中に入ってしまいました。洞窟の中は妙に静かで、乾いていたそうです。奥へ進むほど、時間の感覚が曖昧になっていく。どれくらい歩いたのかもわからなくなって、入り口の光も消えていった。
その時に後ろに気配を感じた。そしてカナははっきりと言いました。誰かいるの。私は思わず、他の人じゃないのと聞き返してしまったんです。でも少しの沈黙の後、カナは小さくはっきりと否定しました。違う。その一言で空気が変わった気がしました。そしてカナはゆっくりと振り向いたそうです。そこに女が立っていました。白くてボロボロの服、長い髪、顔はよく見えない。でも確実にこちらを見ているのが分かったと言っていました。距離は近かった。逃げなければいけないのに体が動かなかったそうです。そして次の瞬間、その女が動いた。前触れはなかったそうです。気づいた時にはもう距離が一気に縮まっていた。カナは反射的に背を向けて奥へ向かって走りました。本当は入り口に戻るべきなのに、その時にはもうどちらが入り口なのかわからなくなっていました。後ろから迫ってくる気配だけがどんどん近づいてくる。足音は聞こえないのにすぐ後ろにいるのがわかる。カナの呼吸が荒くなって電話越しにその状況がそのまま伝わってきました。私は何もできず、ただ名前を呼ぶことしかできませんでした。カナ戻って、入り口に。そう言った時にカナが叫びました。どっちかわかんないの。その一言で背筋が冷たくなりました。そしてしばらくしてカナが言いました。光が見えた。少しだけ声が変わりました。助かったと思ったんだと思います。でもその直後でした。カナがはっきりとこう言ったんです。ねえ、これ、外じゃない。その瞬間に通話が切れました。そして何度かけ直しても繋がりませんでした。そこで私はやっと、これはただの冗談じゃないと理解しました。私はその日の仕事を途中で切り上げて、カナの家に向かいました。でもカナはまだ帰っていなかった。その時もう迷っている余裕はありませんでした。私はそのままカナが入った山へと向かいました。夕方になりかけていて、山の入り口にはほとんど人がいなかった。風の音だけがやけに大きくて、なぜかそれだけが耳に残っていました。一度だけ足を止めました。ここで引き返せば、多分全部なかったことにできる気がしたからです。でもその時ポケットの中でスマホが震えました。それはカナからでした。画面に表示されていたのはたった一言。まだ中にいる。そして私はそのまま山の中へと入りました。その時はまだ自分がどこに向かっているのかちゃんと分かっていなかったんです。山に入った時は最初は普通でした。足元には見慣れた土と落ち葉があって、踏むたびに乾いた音がする。風も吹いていて、木々が揺れる音もちゃんと聞こえていました。さっきまで聞いていた話が嘘みたいに、どこにでもある山の風景だったんです。それでもカナの言葉が頭から離れませんでした。音がしなくなる。その一言が妙に引っかかっていました。私はスマホを取り出して、もう一度カナに電話をかけました。でもやっぱり繋がりません。画面には圏外の表示が出ていました。そして少しだけ嫌な感じがしましたが、それでもまだこの時の私は行けば見つかると思っていたんです。カナが入った方向は大体分かっていました。何度か一緒に来たことがあったので、よく使うルートも頭に入っていました。だから私は迷うことなく奥へ進んでいったんです。しばらく歩いているうちに、ふと違和感を覚えました。最初は気のせいだと思ったんです。でも立ち止まって気づきました。音が減っている。さっきまで聞こえていた風の音が少し遠くなっている。
葉が揺れる音もどこか鈍くなっている。その代わりに自分の足音だけがやけに残るようになっていました。一歩踏み出すたびに、ザッ、ザッと音がして、少し遅れて同じ音が返ってくる。まるで自分の後ろを誰かが同じように歩いているみたいに。そこでカナの言葉がはっきりと重なりました。なんかね、変なの。私はその場でもう一度後ろを振り返りました。だけど誰もいません。当たり前です。ここに来る途中、他の人なんて一人も見ていません。それでもなぜかそのまま背を向けるのが嫌で、少しだけその場に立っていました。だけど結局何も起こるはずもなくて、私はまた前を向いて歩き出しました。もう引き返そうか、と一瞬だけ考えました。でもあのメッセージが頭に浮かんだんです。まだ中にいる。あれがただの冗談だとは思えませんでした。進むしかありませんでした。そしてしばらく歩いたところで景色が変わりました。見覚えのない場所だったんです。山の形が少しおかしい。本来あるはずの道がなくて、逆に見たことのない斜面が続いている。そしてその先にありました。洞窟です。カナが言っていた通り、山肌がえぐれたようになっていて、その奥に黒い穴が口を開けていた。近づいた瞬間、空気が変わったのがわかりました。冷たいわけではないのに重い。音がそこで途切れている。そしてその入り口には太いしめ縄が張られていました。私は間違いないと思いました。カナはここに入った。そう考えた瞬間、胸の奥がざわつきました。入るべきではないとはっきりとわかるんです。それでもここまで来て引き返すという選択はもう私には残っていませんでした。私はしめ縄の脇をくぐって中へと入りました。一歩踏み入れた瞬間、外の音が消えました。風の音も木のざわめきも何も聞こえない。自分の呼吸だけがやけに大きく響いていました。中は思ったよりも広くて奥へと続いている。足元は乾いていて滑ることもない。ただ妙に現実感が薄い。数歩進んだところで後ろを振り返りました。入り口の光がもう少し遠くなっている。たったそれだけなのに急に不安が強くなりました。戻るなら今だ。そう思ったのになぜか足は止まりませんでした。むしろ奥へ引っ張られるようなそんな感覚があったんです。そのまま進んでいくうちに時間の感覚が曖昧になっていきました。どれくらい歩いたのかはもうわかりません。入り口の光も完全に見えなくなっていました。その時です。背後に気配を感じました。そして一瞬で体がこわばりました。カナの話と同じだったんです。ゆっくりと振り向くか、それともそのまま進むか、判断ができませんでした。でもその迷い自体が遅かった。視界の端に何かが映ったんです。白いものがすぐ後ろにいた。私が反射的に振り向いた時には、もう目の前でした。それはあの女でした。白い、ボロボロの服。長い髪が顔にかかっていて、表情は見えない。ただ距離だけが異常に近い。私は一瞬で理解しました。これは見てはいけないものだと。その次の瞬間、女が動きました。走るというより、滑るように距離を詰めてくる。私は声も出せないまま、反射的に背を向けて走り出しました。奥へ、奥へと。完全にカナと同じ動きをしてました。戻るという発想が、その時にはもう消えていたんです。後ろから何かが来る。それだけで十分だった。走っている間、
何度も背中に気配を感じました。すぐ後ろにいる。触られそうな距離にいる。でも振り返ることだけはできませんでした。それをしたら終わると、なぜかはっきりと分かっていたからです。どれくらい走っていたのか分かりません。息が上がって、足ももつれそうになって、それでも止まれなかった。その時前に光が見えました。カナと同じだと思いました。でも止まれなかったんです。私はそのまま光に向かって走りました。近づくにつれて違和感が強くなっていきました。光なのに明るさが広がらない。影ができない。ただそこにあるだけの光。それでもその中に飛び込むしかありませんでした。次の瞬間、足元の感覚が変わりました。柔らかい。土でも石でもない。私は何歩かよろけて、その場で立ち止まりました。そしてゆっくりと顔を上げたんです。そこは山ではありませんでした。見渡す限りの草原が広がっていたんです。風は吹いているのに、草の揺れ方がおかしい。空の色もどこか濁っていて、現実の空とは思えませんでした。そして振り返ったら洞窟はありませんでした。逃げてきたはずの場所が跡形もなく消えていたんです。その時私はようやく理解しました。ここはさっきまでいた場所とは違う。そう思った瞬間、背中が一気に冷たくなりました。さっきまですぐ後ろにいたはずのあれはどこに行ったのか。いなくなったとはどうしても思えませんでした。むしろこう感じたんです。逃げ切ったんではない。もう追いかける必要がなくなっただけだと。その時に前の方に人影が見えました。それはなんとカナでした。少し離れた場所に立ってこちらを見ていたんです。カナ！私は思わず声を上げて、私はそっちへと駆け寄りました。カナはゆっくりと顔を上げました。でもその表情を見た瞬間、私は足を止めました。安心した顔じゃなかったんです。それどころか、怯えているように見えました。ただ妙に静かで、まるで何かを諦めた後のような、そんな顔をしていたんです。そしてカナは小さな声で言いました。来ちゃったんだ。その言い方があまりにも引っかかって、私は言葉を返せませんでした。その時気づいたんです。カナの後ろに誰かが立っていることに。白くてボロボロの服、長い髪、あの女でした。さっきまで追いかけてきていたはずのそれが、今は静かにカナのすぐ後ろに立っていました。距離はほとんど重なるくらいに近かったんです。それでもカナは振り向かない。気づいていないはずがないのに、まるで最初からそこにいるもののように何も反応しない。そしてゆっくりとこう言ったんです。ねえ、ここ帰り方違うから。カナのその一言で空気が変わった気がしました。帰り方が違う。意味はわかるはずなのにうまく理解できません。私はただその場に立ったままカナを見ていました。カナは少しだけ目線を落として、それからゆっくりと私の方に歩いてきました。後ろにいるあれから離れるように。でも離れていなかった。距離は変わっているはずなのに、あの女はずっとカナのすぐ後ろにいるように見えたんです。まるで位置が固定されているみたいに。私は思わず目をそらしました。見てはいけない気がした。そしてカナが目の前まで来て小さな声で言ったんです。さっきの洞窟は、あれは入り口じゃないの。出る場所は他にあるの。その言い方が妙に落ち着いていて、逆に怖かったのを覚えています。そして私はようやく声を出しました。
ねえ、どういうこと？ここってどこなの？カナはすぐには答えませんでした。少しだけ考えるように間を置いて、それからぽつりと。多分ね、境目。そう言いました。境目という言葉だけが妙に頭に残りました。理解できたわけではないのに、その言葉だけが妙にしっくりとくる。ここはどこかの別の世界で、その途中にある場所。そんな感覚だけがぼんやりと浮かんでいました。帰れるの？そう聞いたとき、カナは一瞬だけ笑いました。それは安心させるような笑い方ではなくて、どこか引きつった、無理に作ったような笑い方でした。帰れるよ。そう言ってから少しだけ間を置いて、多分、と付け足しました。その多分がやけに重く聞こえました。そしてカナはそのまま振り返らずに歩き出しました。私は何も言えないまま、その後をついていくしかありませんでした。草原はどこまでも同じ景色が続いていました。歩いても歩いても何も変わらない。時間の感覚も距離の感覚もだんだん曖昧になっていく。それでもカナだけは迷いなく進んでいました。そしてどれくらい歩いたのかわかりません。ふとカナが足を止めました。その先にポツンと何かがありました。最初はただの影に見えましたが、近づくにつれて形が分かってきました。それは洞窟でした。あの入り口とよく似ているのに決定的に違う。しめ縄は張られていませんでした。その代わりに入り口の上から何かがぶら下がっていたんです。それは小さな人形のようなもの。風もないのにゆっくりと揺れていました。カナはそれをじっと見上げてから小さく言いました。ここ。私は思わず立ち止まりました。本能的に嫌だと思ったんです。あの洞窟とは違う意味で入ってはいけない場所だと感じました。でも私たちに他の選択肢はありませんでした。カナは振り返らないままその中へと入っていきました。そして私は少し遅れて後を追いました。中に入った瞬間、強い耳鳴りがしました。頭の奥を直接かき回されるような不快な音。視界が一瞬歪んで足元の感覚が消えました。そのまま意識が途切れかけて、そして気がつくと私は山の中に立っていました。それは見慣れた景色でした。風の音がして木が揺れて鳥の声も聞こえる。さっきまでの場所が嘘みたいに普通の山に戻っていたんです。少し遅れてカナも近くに立っていました。お互いしばらく何も言えませんでした。ただ、帰ってきたんだという実感だけがゆっくりと湧いてきました。そしてその日はそれで終わりでした。私たちは山を降りてそれぞれの家に帰りました。何事もなかったかのように。でも終わっていませんでした。その日を境にカナの様子がおかしくなりました。最初は些細な変化でした。ぼーっとしている時間が増えて、話しかけても反応が遅くなる。かと思えば、誰もいない方向を見て、小さくうなずいていることがある。私は何度か、大丈夫？と聞きました。カナはその度に、大丈夫と笑いました。でもその笑い方は前とは少し違っていました。ある日、カナの家に行った時のことです。カナは窓の外、山の方をじっと見ていました。声をかけてもしばらく気づかなかった。やっと振り向いたと思ったら、こう言ったんです。ねえ、まだいるよ。何がとは聞けませんでした。そんなの聞かなくても分かってしまったからです。その頃から
カナの体調は急に悪くなっていきました。原因はわからなかったそうです。病院に行っても異常は見つからない。それなのにどんどん弱っていく。そして食事も取れなくなって、声も出にくくなっていって。そして最後に会った時、カナはほとんど動けない状態でした。それでも私の顔を見ると、少しだけ安心したように笑ったんです。そして消えそうな声でこう言いました。ねえ、私だけ帰ってきたと思ってるでしょ。その意味を聞き返す前に、カナは目を閉じました。それが最後でした。そしてカナが亡くなった後、私は一度だけあの山に行きました。どうしても確認したかったんです。あの洞窟が本当にあるのかどうか。でも、見つかりませんでした。どれだけ探してもそんな場所はありませんでした。そして代わりに一つだけ変なものを見つけたんです。木の幹に太いしめ縄が巻かれていたんです。それはまるで何かを封じるみたいに。その時ふと気づきました。足音が聞こえたんです。後ろからゆっくりと。私が一歩も動いていないのに、もう一つの足音がぴったり同じ感覚でついてくる。振り返ることはできませんでした。あの時と同じで、それをしたら終わる気がしたからです。だから私はそのまま山を降りました。だけど今でも時々思うんです。あの時本当に帰ってきたのはどっちだったのか。そしてあの女は今もちゃんとついてきているのかもしれません。これは俺が大学4年の夏に体験した話です。今でも少し後悔していますし、正直に言うとあまり思い出したくない出来事でもあります。当時の俺には腐れ縁みたいな友達が一人いて、名前はまさきって言います。高校からの付き合いで特別仲がいいってわけでもないんですけど、なぜかずっと一緒にいるような関係でした。そのまさきと大学卒業前の最後の夏休みにあることをやろうっていう話になったんです。それは北海道から自分たちの住んでいる県までヒッチハイクで帰る。ただそれだけのことなんですけど、そこに2つ条件をつけました。夏休みが終わるまでに帰れるかどうか。それともう一つ、各地で一つは階段を聞いて帰ること。今思えば本当にくだらない遊びだったと思います。でも当時はそれが自分たちの限界を試すみたいで、妙に楽しかったんですよね。実際に旅が始まると、思っていたよりもうまくいきました。ヒッチハイクってもっと大変なもんだと思ってたんですけど、意外とみんな親切で乗せてくれる人も多くて、トラックの運転手だったり、帰省中の家族だったり、営業の人だったり、その中の世間話の流れで、この辺りで怖い話とかないですかって聞くと、意外とみんな何かしら話してくれるんですよ。山で見た変な影の話とか、廃墟に入ったら音がしたとか、その程度のものがほとんどでしたけどね。俺たちはそれをスマホにメモしたり、時々録音したりして、軽いノリで集めていました。その時は怖いというより、ちょっとしたネタ集めみたいな感覚でした。ただ今思い返すと、少し気になることもあって、いくつかの場所で似たような話を聞いたんですよ。長い髪の女とか、夜道に立っているとか、そういうよくある話なんですけど、その中に、関わると体調がおかしくなるっていう話が何回か混ざっていた気がします。その時は特に気にも留めなかったんですけどね。そして問題が起きたのは、とある県に入ってからでした。その日は夕方頃にヒッチハイクで降ろしてもらって、特に行くあてもなかったので、
近くにあった古い喫茶店に入りました。チェーン店ではなくて、地元の人しか来ないような少し暗い店でした。客は俺たち以外に一人もいなくて、店主らしき年配の男性が一人でやっていました。俺たちはコーヒーを頼んで、少し休んでからいつも通りの流れで聞いたんです。この辺りで何か怖い話とかってありませんか？するとその店主がほんの一瞬だけ手を止めました。わずかな間だったんですけど、空気が変わったのがわかりました。それからゆっくりとこちらを見て、こう言いました。やめといた方がいい話ならあるけど。その言い方が妙に引っかかって、まさきがすぐに食いついたんです。何ですかそれ？店主は少し黙ってから小さく息を吐いて話し始めました。それはここから車で30分くらいに行った場所に地元では有名な場所がある。昔そこでひどい事件があったらしくて、女性が暴行された上に殺された。かなりひどい内容だったらしくて、詳しくは誰も話したがらない、そう言いました。それ以来、そこでは女の霊が出るって言われています。ここまではよくある話だなって思いました。でもその後に続いた言葉が少しおかしかったんです。そこに行ったやつはな、必ず体調がおかしくなる。店主はそう言ってから少し言いにくそうな顔をして続けました。特に男はな、舌が痛いって言い出すんだよ。俺とまさきは思わず顔を見合わせました。正直、その時は少し笑いそうになりました。でも店主は全く笑っていなかったんです。それどころか本気で嫌がっているような顔をしていて。まあ、行ってないならいい。行く必要はない。そう言って話を終わらせました。その時点で本来ならやめておけばよかったんだと思います。実際俺は店を出た後、まさきに、やめとこうぜって言いました。でもまさきは違いました。ここまで来てスルーすんのダサくね？軽い調子でそう言ったんです。それはいつものまさきでした。無理に行こうとしている感じでもなくて、ただのノリみたいなものだったんです。俺は少し迷いましたけど、結局流されてしまいました。どうせ何も起きないだろうって、どこかで思っていたんです。その日の夜、俺たちはまたヒッチハイクをして、その場所の近くまで向かいました。さすがにピンポイントまでは行けなかったので、途中で降ろしてもらって、そこからは歩きました。街灯もほとんどなくて、かなり暗い道でした。スマホのライトを頼りに進んでいくと、だんだんと周りに建物がなくなっていって、完全に人気のない場所になっていきました。そしてしばらく歩いたところで、それらしい場所が見えてきました。暗闇の中に古い建物の跡みたいなものがぼんやりと浮かんでいて、そこに近づいてみると完全に廃墟でした。壁は崩れていて、窓も割れていて、人の気配なんて一切ありませんでした。でもその場所だけ妙に空気が重かったんです。風もないのに何かが揺れているような感覚があって、足元を見ると古くなった花や何かを備えた後のようなものが残っていました。ここじゃね？まさきが小さくそう言って少しだけ笑いました。俺も、まあ、それっぽいな、って返しましたけど、その時にはもうさっきまでの軽い気分はほとんどなくなっていました。だけど結局何も起きなかったんです。中に入るわけでもなく、外から少し見て、まあこんなもんか、と言いながら俺たちは引き返しました。帰り道も特に変わったことはなくて、まさきも、なんもなかったなーって笑って、俺も、そうだなって返して、
その時一瞬だけ、本当に一瞬だけなんですけど、後ろの暗闇の中に白いものが立っているような気がしました。でも振り返った時には何もありませんでした。俺は見間違いだと思いました。その時は本当に何も起きていないと思っていました。あの場所を離れてからも最初のうちは普通でした。来た道を戻って大きい通りに出て、なんとか車を拾って、そしてその日は適当に見つけた安い宿に泊まることになったんです。部屋に入った後も正樹はいつも通りで、結局なんもなかったなぁ。そう言ってコンビニで買った酒を飲みながら笑っていました。俺も、そうだったなって返して、正直その時は少し安心してました。あの場所の空気は気持ち悪かったんですけど、それだけで終わったんだと思ってました。でもその日の夜中です。変な音で目が覚めました。最初は何の音かわからなかったんです。ただ一定のリズムで何かを小さく叩いているような、そんな音がしたんです。そしてよく聞いてみると、それは音ではなくて声だったんです。かすれた声で同じ言葉を繰り返していました。横を見ると、正樹が布団の中で体を丸めて震えていました。なあ、大丈夫かって声をかけたんですけど、反応がなくて。近づいて顔を見た瞬間、明らかにおかしいってわかりました。目が開いていたんです。完全に。なのにどこも見ていない感じで焦点が合っていなくて。そしてそのまま小さい声でずっと、いてえ、いてえって繰り返していました。俺はさすがにまずいと思って肩をゆすったら急に止まって、ゆっくりこっちを見て少し間を置いてから、なんかさ、って言ったんです。そこで一度言葉が途切れて、それからボソッと、舌が痛いんだけど。その一瞬であの喫茶店の話が頭に浮かびました。でもまさかと思って、いや気のせいだろってできるだけ軽く返しました。正樹もだよなって笑ってそのまま横になってました。でもその時点でもう空気は完全に変わっていました。次の日の朝、正樹は明らかに様子がおかしかったんです。顔色が悪くてあまり喋らなくて、大丈夫かって聞いても、まあ平気って返すだけで、そのくせ歩き方が少しおかしくて、明らかに無理をしているような感じでした。それでもとりあえず外に出て、次の移動のためにヒッチハイクを始めました。何台か見送った後、ようやく車が止まってくれました。その車の中で、正樹がまた小さく言ったんです。やっぱ痛えわ。今度は笑えませんでした。そして俺もその時に気づきました。自分も少しおかしいことに。はっきりした痛みではないんですけど、確実に違和感があって、あの話と完全に一致してました。その瞬間に空気が一気に重くなった気がしました。それからはもう旅どころではなくなりました。次の県に行く予定もやめて、その日のうちに帰ろうって決めました。正樹もさすがに何も言いませんでした。なんかやばい気がする。小さくそう言ってました。その言い方が今まで聞いたことがなかったくらい弱かったんです。それを聞いたときに、ああ、これは本当にダメなやつかもしれないって初めて思いました。そこからはとにかく帰ることだけを考えて動きました。ヒッチハイクももう階段を聞く余裕なんてなくて、ただ乗せてもらって、ただ移動をして、そしてなんとか自分たちの県に戻りました。それでそのまま俺たちは解散しました。とりあえず病院行けよ
て言って、まさきも、お前もなって返した。それが最後の普通に会話をした時でした。その後からです。まさきがおかしくなったのは。最初は LINE でした。何かがいる気がする。夜中にそんなメッセージが送られてきて、最初は冗談かと思って、またかよって返しました。でもすぐに既読がついて、帰ってきたのが、いや、マジなんだ。それだけでした。そこからは少しずつ内容が変わっていきました。見られている気がする。音がする。寝れない。そんなメッセージがほぼ毎日来るようになりました。そして日に日に文章もおかしくなっていきました。そしてある日、こんなメッセージが来ました。違うって言ってるのに。それだけでした。俺は意味がわからなくて、何がって返したんですけど、返事はありませんでした。そしてその日の夜、まさきから電話がかかってきました。出た瞬間何も言わずに、荒い息だけ聞こえてきました。しばらくしてから小さな声で、こう言ってきました。来てる。誰がって聞くと、少し間がありました。あいつ。その声が震えていて、今まで聞いたことがないくらいに弱かったんです。そしてそれだけ言って電話は切れました。そしてかけ直しても、もうつながりませんでした。その後です。まさきが家を飛び出したのは。深夜だったそうです。急に大声を出して、外に走り出して、そしてそのまま道路に出て、走ってきたトラックにそのまま跳ねられた。そう聞きました。ほぼ即死だったそうです。後からその時の話を聞いた時に、一つだけ引っかかることがありました。家を飛び出す直前、まさきが何かを叫んでいたそうです。はっきりとは聞き取れなかったみたいなんですけど、俺じゃないって、そう言っていたらしいんですよ。そしてまさきが死んだって連絡を受けたのは、その日の昼でした。正直、最初は現実感がなかったんです。昨日まで普通に連絡を取っていたやつが、もういないっていうのが、どうしても結びつかなくて。ただ頭のどこかで、ああ、やっぱり、って思っている自分もいました。あの時点で、もう何かがおかしかったのは分かっていたんで。葬式にも行きました。まさきの顔は、思っていたよりも普通で、ただ寝ているみたいでした。それが逆に気持ち悪くて、こいつ、本当に死んだのかって、何度も思いました。その日の夜です。最初に夢を見たのは。暗い場所に女が立っていました。顔ははっきりとは見えないんですけど、髪が異様に長くて、体には白いボロ布みたいなものが巻きついていて、ところどころ破れていました。その中で一つだけはっきりと見えたのが目でした。片方だけ下に垂れ下がるみたいに歪んでいて、ずっとこっちを見ていたんです。だけど何もしてこないんです。ただ立って見ているだけで。そして気づいたら朝になっていました。その時はただの夢だと思ってました。でもその日から毎日同じ夢を見るようになりました。場所も女の姿も全部同じで。ただ一つだけ変わっていったのが距離でした。最初は遠くにいたのに、日を追うごとに少しずつ近づいてきて、1週間くらい経った頃にはもう目の前に立っていました。そこで俺は初めて気づいたんです。その女、ずっと俺のことを見ているんではなくて、何かを探しているみたいだったんです。誰かを。俺はそれに気づいてから夢の感じが変わりました。見られているんではなくて、確かめられているような感じに変わって。それと同時に現実でもおかしなことが起き始めました。
夜中に理由もなく目が覚めるようになりました。時計を見ると決まって同じくらいの時間で深夜2時過ぎ。部屋は真っ暗で何も見えないはずなのに、誰かがいるような気配だけがずっと消えませんでした。それでもその時点ではまだ気のせいで済ませていました。ある日までは。その日もいつもと同じ夢を見ていました。もう慣れていたので怖さはあまりなかったんです。ああ、またこれかくらいに思っていて。だけど女はもう目の前にいました。顔もはっきりと見える距離で。片方の目が垂れ下がっていて、口は動いていないのに何かを言っているように見えました。そこでふっと目が覚めました。暗い部屋で天井が見えて、時計を見るとやっぱり深夜2時過ぎでした。俺は喉が渇いていたので起き上がろうとしたんです。体を動かそうとして、その瞬間に気づきました。動かないんですよ、体が。金縛りとかそういう感じではなくて、上から完全に押さえつけられているような、そんな感覚だったんだ。息も少し苦しくて。そしてその状態でゆっくり目だけを動かして自分の体の方を見たんです。それはそこにいました。夢で見ていた女がそのまま俺の上に乗っていたんです。距離なんてもうありませんでした。顔がすぐ目の前にあって、あの歪んだ目がはっきりと見えました。だけどしばらくは何もされませんでした。ただじっと見られていました。それからゆっくりとその女の口が動いて、はっきりとこう言ったんです。お前違う。その瞬間、体の力が抜けて、そのまま意識が落ちました。次に目が覚めた時は昼でした。13時を過ぎていて、部屋は明るくて。あれが夢だったのか、現実だったのか、俺はしばらくわかりませんでした。ただ一つだけはっきりしていたのは、痛みが消えていなかったんです。むしろその日から、はっきりとした痛みに変わりました。そして病院にも行きました。何軒か回りましたけど、全部同じ結果でした。異常なし、原因不明、それで終わりです。それからもう10年くらい経ちます。痛みは一度も消えていません。慣れたわけでもなくて、ずっと同じまんまなんです。あの夢も今はもう見ていません。あれから少し経った頃に、もう一度だけあの女が出てきたことがありました。その時あいつはこう言いました。お前に子孫繁栄はない。意味は説明されなくてもわかりました。だから俺は結婚していません。というよりできませんでした。怖いんです。このまま何かが続いている状態で誰かを巻き込んでしまうのが。あの場所に行ったのはただのノリでした。自分の限界を試すとか、そんな軽い理由で。でも今思うと、あれが本当の意味での限界だったのかもしれません。俺の人生の。そしてあれから一度も治った日はありませんでした。ゴールデンウィークになると、私は毎年家族と一緒に祖父母の家に帰省する。山の奥にある古い家で、電車を降りてから車で1時間くらい走らないと着かないような場所だった。近くに店もなくて、夜になると外は本当に真っ暗になる。音もなくて、風の音だけが聞こえるような場所だった。小さい頃はそのうちに行くのが好きだった。虫を捕まえたり、山を歩いたり、夜はみんなでご飯を食べて普通に楽しかった。でも中学生になってからは、どうしてかわからないけれど、あの家に行くのが少し怖くなった。理由はうまく説明できない。ただ、あの家に着くといつも、
誰かに見られているような気がするんだ。庭の奥の林の方からずっと見られているような気がする。そのことを母に言っても、気のせいだよと言われた。父は、田舎はこんなものだと笑っていた。だけど祖母だけが、夜は外に出ちゃダメだよと毎回同じことを言った。祖父母の家は古くて大きい。使っていない部屋がいくつもあって、2階の奥には子供の頃から入ってはいけないと言われている部屋がある。理由を聞いても、物置だから、危ないから、埃がすごいから、そういう曖昧な答えしか返ってこなかった。その家の柱にはたくさんの傷がついている。背の高さくらいの位置に横線が何本も刻まれている。それは昔、私や父が身長を測った後だと祖父は言っていた。でも線の横には知らない名前がいくつも書いてあった。知らない子供の名前だった。そのことを聞いたとき、祖父は少しだけ黙って、昔、親戚の子を預かっていたことがあるんだ、と言った。でもその割には名前の数が多すぎる気がしたんだ。それにその名前はどれも線が引かれた後途中で止まっていた。一番高いところまで線が伸びている名前が一つもなかったんだ。その夜中に目が覚めた。喉が渇いて台所に行こうと思った。廊下に出ると家の中がやけに静かだった。というより人の気配がなかったんだ。両親の部屋を覗くと布団が空っぽだった。祖父母の部屋も誰もいなかった。すると外から太鼓みたいな音が聞こえてきた。ドン、ドンとゆっくりと叩く音だった。音は庭の奥の林の方から聞こえていた。窓から外を見ると林の前に人が集まっていた。暗くて顔はよく見えなかったけれど、祖父と祖母と父と母がいるのは分かった。その人たちの真ん中に白い服を着た子供が一人座らされていた。後ろ姿しか見えなかったけれど、その子の背中の高さがちょうど家の柱に刻まれていた線の高さと同じくらいに見えた。なぜかその時、次は自分の番なんじゃないかと思った。理由はわからないけど、そう思ったんだ。そしてその時に気づいた。家の中に私以外誰もいないはずなのに、2階の入ってはいけない部屋の方から足音が聞こえてきた。それはゆっくりとこっちに近づいてくるような音だった。2階の入ってはいけない部屋の方から足音が聞こえてくる。古い床がギシッ、ギシッと鳴る音だった。家にいるのは自分一人のはずなのに、足音はゆっくり階段の方へと近づいてきた。私は怖くなって廊下の隅に隠れた。息を殺して音を立てないようにした。足音は階段を一段ずつ降りてきた。ミシッ、ミシッと音を立てながらゆっくりと降りてくる。そして階段を降り切ったところで足音が止まった。しばらく静かな時間が続いて、それからまた足音が動き出した。今度は廊下を歩く音だった。まっすぐとこっちに近づいてくる音だった。私は見つかったらどうなるんだろうとずっと考えていた。どうしてかわからないけれど、見つかったらもう家に帰れない気がしたんだ。足音がすぐ近くで止まった。襖の向こうに誰かが立っている気配がした。だけどしばらくは何も音がしなかった。でも襖の下の隙間から影が見えていた。それは人の足だった。裸足で爪がやけに長く見えた。その足が少しだけ動いて襖をゆっくりと引いた。私は思わず廊下を走って玄関の方へと逃げた。外に出ようと思ったんだ。でも玄関の鍵が開かなかった。
昼間は普通に開いたのに開かなかったんだ。それは外から鍵がかかっているみたいだった。その時外から太鼓の音が止まった。急に外が静かになったんだ。私はまずいと思った。みんな戻ってくると思った。逃げ場がないんじゃないかと思った。ふと今の棚に古いアルバムがあるのを思い出した。なぜかわからないけれど、見なきゃいけない気がしたんだ。アルバムを開くと、ゴールデンウィークの写真ばかりが入っていた。毎年、同じ庭で撮った家族写真。祖父母と父と母と子供が一人写っている写真。でも写真の子供は私じゃない子もいた。知らない子供たちが何人も写っていたんだ。ページをめくるたびに子供が変わっていた。知らない子供、知らない子供、知らない子供。でも祖父母と父と母はいつも同じ顔で笑っていた。次のページをめくる。そこに写っていたのは小学生くらいの時の私だった。その次のページも私。その次のページも私。それは全部ゴールデンウィークの日付だった。そして私は最後のページを開いた。そこにはまだ写真は入っていなかった。空の写真を入れる場所だけがあった。でもその写真の下に紙が挟んであった。その紙にはこう書いてあった。今年。その時玄関の方から家族の声が聞こえてきた。どこにいるの？母の声だった。でもどうしてかわからないけれど見つかっちゃいけないと思ったんだ。あの人たちは私の家族じゃない気がした。足音が廊下に入ってくる音がする。逃げ場はもう2階のあの部屋しかなかった。入っちゃいけない、そう言われていた部屋の前に立った。後ろから足音が近づいてくる。私はその部屋の襖を開けた。部屋の中には大きな仏壇と白い服と、そして床一面に髪の毛が落ちていた。入ってはいけないと言われていた部屋の中は思っていたよりも広かった。部屋の奥には大きな仏壇があって、その前には白い布が何枚もきれいに畳んで置かれていた。部屋の隅には見たことのない古い道具や瓶のようなものがたくさん並んでいた。床をよく見ると長い髪の毛があちこちに落ちていた。黒い髪の毛が束になって落ちている。踏まないように歩こうとしても、畳の上のどこにでも髪の毛があって避けられなかった。仏壇の横に小さな棚がある。引き出しがたくさんついている棚だった。その棚の一つの引き出しを開けた。中には歯が入っていた。白くて小さい歯がたくさん入っていたんだ。別の引き出しを開ける。今度は爪が入っていた。また別の引き出しを開けた。今度は紙が何枚も重ねて入っていた。私はそれを一枚取り出してみた。そこには名前と生まれた日と、それから連れてきた年のゴールデンウィークの日付が書いてあった。そして一番下の行に、終わりと書いてあった。すると後ろで音がした。振り向くと部屋の入り口に母が立っていた。だけど母は怒っている顔ではなかった。いつもと同じ優しい顔だった。でもその後ろに祖父と父と祖母が立っていた。みんな何も言わずにこっちを見ている。すると母がゆっくりと部屋の中に入ってきた。そして仏壇の前にある白い布を一枚持ち上げて、これ、あなたのだよ、と言った。頭が真っ白になって何も考えられなかった。どうしてと思った。どうして家族がと思った。するとその時祖母が言った。このうちはね、ずっと昔からこうしないといけないの。祖父が言った。山の神様に返さんと
家族が死ぬんだ。父が言った。順番なんだよ。そして最後に母が言った。あんたのために産んだんだから。逃げようとした。でも足が動かなかった。父と祖父に腕をつかまれて仏壇の前に座らされた。そして白い布を頭からかぶせられた。すると布の向こうで太鼓の音が聞こえてきた。あの時外で聞いた音と同じだった。ドン、ドンとゆっくり鳴っていた。母がすぐ近くで言った。大丈夫、痛くないからね。その言い方が小さい子供に言い聞かせるみたいな言い方だったんだ。その時ふと私は思い出した。家の柱に刻まれていたたくさんの名前。途中までしか伸びていなかった身長の線。アルバムの知らない子供たちの写真。みんな毎年のゴールデンウィークにここに連れてこられていたんだと思った。すると外から誰かの声が聞こえた。それは知らない大人の声だった。次の子、もう決まってるのか？その時母が小さな声で言った。次は弟だから。頭の中が真っ白になった。その瞬間私はやっと分かった。だから両親は毎年ゴールデンウィークになるとあんなに嬉しそうだったんだ。旅行に行くみたいに楽しそうだったんだ。みんなが楽しみにしている連休が私は一番怖い。そして多分来年は弟がこの部屋に座る。その時私は写真を撮る側にいる。多分母がそうしていたみたいに。だから私は連休が今でもずっと怖い。あれは自分が小学4年生の夏だった。家族で山奥のキャンプ場に行った時の話だ。山のかなり奥にある古いキャンプ場で、近くに店も自販機もなかった。昼は川で遊んで、夜はバーベキューをして、どこにでもある普通の家族キャンプだった。キャンプ場もそれほど広くなくて、子供も10人くらいしかいなかったから、昼のうちにはだいたい全員の顔は見ていたと思う。夜になると子供だけ集められて、虫取りイベントに参加をすることになった。親たちは広場で待っていて、子供だけで林に入るイベントだった。夕方、受付の前に子供が集められて、スタッフの一人がルールを説明した。いいですか？約束を絶対に守ってくださいね。林の奥には行かないこと。白いテープが巻かれている木には近づかないこと。何かを見つけても一人で離れないこと。そこまでは普通の注意だった。でも最後にスタッフが少しだけ声を低くして言った。顔のあるクワガタを見つけても絶対に捕まえないでください。何人かが笑って、誰かが、顔の模様ってこと？って聞いた。だけどスタッフは少し黙ってからこう言った。見ればわかります。とにかく捕まえないでくださいね。その後変なことをされた。ぐらぐらしてる歯がある子はいる？あと爪が伸びている子は今切っておこうか。この紙に自分の名前を書いてね。順番に名前を書かされて、スタッフが一人ずつ紙と顔を見比べていた。最後に子供だけで写真を撮った。その時のスタッフが人数を何回も数え直していた。虫取りイベントは完全に暗くなってから始まった。子供たちは懐中電灯を持たされて、スタッフの後ろに並んで歩いた。山の中は少し霧が出ていて、光が白くぼやけていた。
木からは樹液の匂いがして、カラスの鳴き声が時々聞こえてくる。歩きながらふと前を見て気づいた。列の中に見たことのない顔の子がいたんだ。昼間に川で遊んだ時も、バーベキューの時も、あんな子は見ていなかった。キャンプ場は広くなかったし、子供も多くなかったから見ればわかるはずだった。その子は帽子を深くかぶって虫かごを持っていた。誰とも話さずずっと下を向いて歩いていた。でもスタッフはその子の名前を普通に呼んでいたんだ。ほら高柳、前に行き過ぎるなよ。その子は小さく返事をした。だからどこかの家族の子なんだろうなと思った。林の中の少し開けた場所でスタッフが振り向いて言った。いいか、もう一回言うぞ。顔のあるクワガタを見つけても絶対に捕まえるなよ。少し静かになって誰も笑わなかった。その時列の後ろの方で小さな声がした。毎年いるんだよ、捕まえるやつ。その声のした方を見ると、あの昼間見ていない顔の子が立っていた。その子は虫かごの中を覗きながらこっちを見ずに言った。捕まえると来年もここにいなきゃいけなくなるよ。その時何を言っているのかよくわからなかった。誰も何も言わなかったし、スタッフも何も言わなかった。すると少しして林の奥の方からカリカリと木を引っかくような音が聞こえてきた。何人かの子供がその音の方へと歩いて行ってしまった。その中には自分の友達もいた。そしてその夜あいつが顔のあるクワガタを見つけたんだ。林の奥から聞こえたカリカリという音の方へ何人かで歩いて行った。懐中電灯で照らすと樹液が出ている太い木があって黒い虫が何匹も集まっていた。カブトムシとノコギリクワガタがいた。その中に一匹だけやけに大きいクワガタがいた。友達が、あれでかいと言って木に近づいた。そのクワガタが光を当ててもほとんど動かなかった。友達がそのクワガタを指でつまんで持ち上げた。その時友達が、あれと言った。なんかこれ変だ。何が変なのかわからなくて懐中電灯で照らした。クワガタの背中の模様が見えた。それは人の顔みたいに見えたんだ。目と鼻と口みたいな模様があって、まるで笑っているみたいな顔に見えた。ただの模様にしては妙に立体っぽく見えた。その時後ろから声がする。それ、逃がした方がいいよ。振り向くと、あの昼間に見ていない顔の子が立っていた。暗くて顔はよく見えなかったけれど、その子は虫かごを胸の前で抱えていた。それ、顔があるから。友達は笑って、ほんとだ、顔みたい、と言いながら、そのまま虫かごに入れた。その瞬間、後ろから強い光が当たった。スタッフの懐中電灯だった。スタッフは虫かごの中を見て、少しだけ嫌な顔をした。見つけちゃったか。怒っているわけではなくて、困っているみたいな言い方だった。それ、後で逃がそうか。だけど友達は、やだ、持って帰る、と言ったんだ。スタッフは少し黙ってから、そっか、とだけ言った。その時に横にいたあの子が小さな声で言う。今年は君なんだね。友達は、何がと聞き返したけど、その子はもう何も言わなかった。その後に笛が鳴って、全員一度広場に戻ることになった。
戻る途中に友達が虫かごを揺らすと、中からコツコツと音がした。元気だな、こいつ。友達はそう言ったけど、その音は虫が暴れている音ではなくて、硬いものがぶつかっているような音に聞こえた。その夜、テントで寝ていると、外を歩く音が聞こえた。砂利を踏む音がテントの周りで止まったり、少し歩いたりしていた。その後テントのすぐ横で、カリカリと音がした。木ではなくて、もっと近く、地面かテントのすぐ外から聞こえる音だった。友達も起きていて、小さい声で言った。なあ、虫かごの音じゃない？友達の枕元に置いてあった虫かごから、コツコツ、カリカリという音がしていた。まるで中から何かが硬いもので引っかいているみたいな音だった。次の日の朝、友達の様子が少し変だった。ぼーっとしていて、あまり喋らなくなっていたんだ。友達のお父さんが、ほら、朝飯だぞ、と言っていたとき、友達は少し黙ってから言った。おじさん。その場にいた全員が一瞬だけ変な空気になった。何言ってんだ、父さんだろって笑っていたけど、友達は困った顔で何も言わなかった。その後紙に自分の名前を書くときも、少し考えてから自分の名前を書いていた。でも虫取りイベントの話になると、急によく喋った。この辺、ミヤマもいるんよ。樹液出てる木、もっと奥にもあった。白いテープの木の向こうにも、でっかいのいる。その場所は、昨日スタッフが行くなって言っていた場所だった。帰る前スタッフが子供たちを並ばせて、また人数を数えていた。一人ずつ顔を見ながら、ゆっくりと数えていた。その時スタッフが小さな声で言った。よし、今年も大丈夫だな。何が大丈夫なのかは、その時はわからなかった。帰りの車で、友達はずっと虫かごを膝の上に乗せて、中のクワガタをじっと見ていた。そのクワガタの背中の顔が、少しだけ友達の顔に似ている気がした。あのキャンプから帰った後、友達は少しずつ変わっていった。前より喋らなくなって、学校でも一人でいることが多くなった。でも虫のことだけは異常に詳しくなっていて、先生よりも昆虫の名前を知っていた。だけどしばらくして、その友達は引っ越したと聞いた。それからは一度も会っていない。大人になってからふとあのキャンプ場のことを思い出して名前を検索してみた。キャンプ場の名前はまだ残っていて、今も営業しているみたいだった。でも少し調べているうちに変な記事を見つけた。昔の新聞の記事だった。山で子供が行方不明になったという記事だった。記事にはこう書いてあった。山の中で子供のものと思われる虫かごが見つかった。中にはノコギリクワガタが1匹と、人の乳歯が数本、小さな爪、束ねた髪の毛が入っていたと。俺は気持ち悪くなってそれ以上は読めなかった。でも気になってさらに調べた。古いブログや掲示板にあのキャンプ場のことが少しだけ書かれていた。虫取りイベントの前に爪を切られた。歯が抜けそうな子はスタッフに何か言われた。子供だけ写真を撮られる。虫かごをスタッフに預ける時間があった。顔のあるクワガタを捕まえた子が次の日から変になった。そこまで読んだ時に思い出した。虫取りイベントの説明の時、スタッフが言っていた言葉。顔のあるクワガタを見つけても捕まえないでください。ただの気味の悪いルールだと思ってた。でも違った。
捕まえたらいけなかったのは珍しい虫だからでも危ない虫だからでもなかった。大人になってからキャンプ場のブログに載っていた昔の虫取りイベントの写真を見つけた。子供たちが並んで虫かごを持って写っている写真だった。その写真の端に机が写っていた。机の上に透明なケースがいくつも並んでいた。中にはクワガタが入っている。その中の一匹だけ背中に顔のあるクワガタがいた。よく見るとその机の上にクワガタのケースとは別に小さなプラスチックの箱が置いてあった。それは乳歯を入れるケースだった。その横に爪切りと輪ゴムで束ねた髪の毛が置いてあった。そこで俺はやっとわかった。顔のあるクワガタは模様なんかではなかったんだ。歯と爪と髪の毛で人の顔を作っていたんだ。毎年虫取りイベントで顔のあるクワガタを山に放す。それを捕まえた子供から歯と爪と髪を取る。そしてまた新しい顔のあるクワガタを作る。だからスタッフは言っていたんだ。顔のあるクワガタを見つけても捕まえないでください。あれは優しさじゃなかった。次の顔になるから捕まえるなって意味だったんだ。あのキャンプの写真を最後にもう一度だけ見た。子供たちの後ろにスタッフが立っている。そのスタッフの一人後ろに帽子を深くかぶって虫かごを持っている子供が写っていた。その子の顔を見たとき、やっと思い出した。虫取りの列にいた昼間見ていない顔の子だった。その子は少しだけ口を開いて笑っていた。その子の前歯が一本もなかったんだ。会社の帰り道だった。いつも通る古い商店街の裏通り。シャッターの閉まった店ばかりで、夜になるとほとんど人がいない。その日俺は残業で遅くなって23時を過ぎていた。街灯がチカチカしてやけに暗い夜だったのを覚えている。ふと見慣れない看板が目に入った。スナック暦。赤い小さなネオン。今まで何百回も通っている道なのにこんな店あったか？しかも古いビルの1階。半分地下みたいになってて階段を3段降りる入り口。なぜかドアが少しだけ開いていた。中から薄暗いオレンジ色の光と昭和の歌みたいな古い曲が流れている。俺は思わず言った。あれ？こんなところにスナックあったっけ？俺は気づいたらドアを開けていた。店はカウンターだけの小さなスナックだった。席は7つくらい。でも客は誰もいなかった。カウンターの奥に女の人が一人。40代くらいだろうか。でもやけに古い髪型と化粧で、まるで昔の写真から出てきたみたいな人だった。女はゆっくりこっちを見て少し驚いた顔をした。あら、お客さん？はい。やってますか？もちろん。今日は開けている日だから。開けている日って言い方が少し引っかかった。俺はカウンターに座る。この店って最近できたんですか？ママは少し黙ってからこう言った。いいえ、ずっと前からあるわ。でも俺この道よく通るけど。するとママは少しだけ笑って言った。この店は毎月9日しか開かないの。だからあなたが今日見つけたのも偶然じゃないわね。その時店の奥の壁に古いカレンダーが貼ってあるのが見えた。
日付のところに赤い丸がついている。9日だけ全部の月に赤い丸。俺は酒を一杯もらって少し話をした。ママはこの店をずっと一人でやっているらしい。でもどうして9日だけなんですか？俺がそう聞くと、ママはグラスを拭く手を止めた。そして少しだけ下を向いて静かに言った。待っている人がいるの。待ってる人？ええ、大事な人。その人が来るのが9日なの。毎月9日に来るんですか？ママは少しだけ微笑んだ。でもその顔は嬉しそうではなかった。どこか諦めているみたいな顔だった。ええ、約束したの。毎月9日にここで待ってるって。じゃあ、今日も来るんですか？その質問をした瞬間、ママの手が止まった。そしてゆっくりと時計を見た。店の壁の古い丸時計。23時58分。ママは小さな声で言った。もうすぐ来る時間ね。その瞬間、店の外で、コツ、コツ、コツと階段を誰かが降りてくる音がした。ゆっくり、ゆっくりと一段ずつ。俺は振り返った。でもなぜかママはこっちを見ていった。ねえ、お客さん？はい？この後何があっても。そこでママは笑った。でもその顔はさっきまでよりずっと寂しそうだった。驚かないでね。そしてドアがゆっくりと開いた。外の光が少しだけ差し込んで、入り口に立っている男のシルエットが見えた。背の高い男だった。黒いコートを着て帽子をかぶっている。顔は暗くてよく見えない。男は何も言わずに店に入ってきて、俺の横を通ってカウンターの一番奥の席に座った。ママは何も驚かずに静かに言った。いらっしゃい。男は少しだけうなずいた。ママ、いつものお願い。低い声だった。ママは黙ってウイスキーをグラスに注いだ。氷がカランとなった。店の中には古い歌が流れている。でもさっきまで気づかなかったけれど、その曲は同じところをずっと繰り返していた。同じフレーズが何回も何回も。なんだか変な感じがした。そして男がボソッと言った。今月も来たよ。ママは少し笑う。ええ、待ってたわよ。ちゃんと店開けてるんだね。だって約束だもの。もうやめてもいいんじゃないか？その言葉でママの手が止まった。やめないわ。どうして？ママは少しだけ考えてから言った。約束したじゃない。男はしばらく黙ってグラスを見ていた。そして小さな声で言った。俺、もうここに来ちゃいけない気がするんだ。その言葉を聞いたとき、なぜか背中がゾッとした。来ちゃいけない？でもこの人、自分で来てるじゃないか。ママは俺の方を見て言った。この人は昔ね、この店で働いていた人なの。え？そうなんですか？ええ、まだ若い頃ね。この店も昔はもう少し賑やかだったのよ。男は黙ったまま酒を飲んでいる。そしてママは続けた。この人ね、いつも9日に来てたの。お給料日の後でね。男が少し笑った。金が入ると
ここに来てたんだ。いつもカウンターの一番奥の席で同じ酒を頼んで、ママが作る酒が一番うまかった。ママは少しだけうつむいて言った。この人ね、毎回言ってたの。そして男の方を見た。男も小さくうなずいている。そしてママは静かに言った。もし俺が来なくなったら、毎月9日にここで待っててって。店の空気が急に重くなった気がした。そして俺は聞いた。それで、その人来なくなったんですか？ママは少し黙ってから言った。ええ、来なくなったわ。10年前の9日から。え？事故だったの。仕事の帰りにね。俺はゆっくりと男の方を見る。男は黙って酒を飲んでいる。その時やっと気づいた。男の足元、カウンターの下。床に影がなかったんだ。え？と思って時計を見る。0時9分。日付が変わっていた。3月9日から3月10日になった。その瞬間、カランと音がした。男の持っていたグラスがカウンターの上に落ちた。でも、男は触っていない。ゆっくり男の体が薄くなっていく。霧みたいに。男は消える前にママに言った。もうママ、待たなくていいよ。ママは首を横に振った。待つわ。どうして？ママは少し笑ってこう言った。だってあなた、今月も来てくれたじゃない。男は少しだけ悲しそうな顔をして、そして消えていった。店の中にはママと俺だけが残った。ママは何事もなかったみたいに、男が座っていた席に新しい氷を入れて酒を作った。そしてその席に置いた。誰もいない席に向かってこう言った。また来月ね。その光景があまりにも普通で逆にめちゃくちゃ怖かった。そしてママが俺の方を見て言った。お客さん、どうしてこの店に入ってきたの？え？この店はね、来ちゃいけない人も来るのよ。どういう意味ですか？ママは俺の顔をじっと見てこう言った。あなた、毎月9日この道を通ってない？言われた瞬間ゾッとした。そうだ、残業の日はいつもこの道を通る。そして残業が多いのはなぜかいつも9日だ。そしてママはぽつりと言った。やっぱり、あなたも待たれてるのね。え？ママのその一言の意味がわからなかった。え？待たれてるって誰にですか？ママは少し考えてからこう言った。自分で気づいていないのね。そう言ってカウンターの下から古いアルバムを取り出した。パラパラっとページをめくる。昔のスナックの写真、若い頃のママ、店の前で撮った写真、常連客たちの写真、そしてあるページで手が止まった。この人、知ってる？そう言って見せられた写真。そこには若い男が写っていた。黒いスーツで少し笑っている。俺はその顔を見た瞬間、固まった。え？知ってる？いや、でも。それは俺だった。今より少し若いけれど、間違いなく俺の顔だった。え？ちょっと待ってください。これ、俺。そう、あなたよ。
いやいやいや、俺このスナック来たことないですよ。ママは静かに言った。来てたわよ、何度も。毎月9日に。頭が混乱してきた。いや、俺このスナック知らないし。その時店の奥の壁を見てしまった。そこには白い紙が貼ってあった。新聞の記事だった。会社員男性帰宅途中に事故。丸月9日深夜、商店街裏通りの階段から転落し死亡。その写真が載っていた。その写真は俺の写真だった。日付は10年前の9日。え？声が出なかった。俺、生きてますよ。ママは悲しそうな顔で言った。いいえ、あなたは生きていないわ。声が出なかった。そして店の時計を指さした。時計はずっと0時8分を指していた。さっき0時9分になったはずなのに。そしてママは言った。この店はね、0時9分になると終わるの。9日が終わるから。あなたたちは9日が終わると帰らなきゃいけないの。あなたたち？俺はその時気づいた。カウンターのガラスに映っているのはママだけだったんだ。そこに俺は映っていなかった。俺は足元を見る。自分の影がなかった。さっきの男と同じだったんだ。頭の中でママの言葉がつながった。毎月9日だけ店が開く。9日に彼が来る。10年前の9日に事故で死んだ。毎月9日にこの道を通る。来ちゃいけない人も来る。あなたも待たれてる。0時9分になると終わる。俺は時計を見た。0時8分59秒。ママが言った。あなたを待っている人、いるんじゃない？その瞬間俺は思い出した。毎月9日、残業して帰りが遅くなって、この道を通って。俺いつも思ってたんだ。早く帰らないとなって。あいつ待ってるから、って。でも、誰を？思い出した。アパート、一人暮らしの部屋。電気つけっぱなしの部屋。テーブルの上のコンビニ弁当。そしてスマホの待ち受け。女の人と俺の写真。それは俺の婚約者だった。俺が死んだ1ヶ月後、後を追って自殺したらしい。毎月9日、俺を待ちながら。そしてママが最後に言った。この店はね、待っている人がいる人だけ見つけるの。時計が0時9分になった。店の明かりが少し暗くなる。そしてママは最後に俺に言った。ほら、帰りなさい。どこに？ママは少しだけ笑った。あなたの待っている人のところよ。そして気づいたら俺は店の外に立っていた。振り返ると店はなかった。赤いネオンもドアも階段も何もない。ただの暗い裏通り。でもポケットに店のマッチが入っていた。そこにはこう書いてあった。スナック暦。毎月9日だけ営業。お待ちしております。待っている人がいる方だけ。その日から俺は毎月9日になるとあの道を通る。そしてあの店を探すんだ。待っている人がいるから。あの店は会いたい人がいる人だけ入れる店だから。
あの杭を抜いた瞬間から俺の背中には誰かが乗っている。深夜、山間の古いドライブインに寄った。帰り道は人気がなく、街灯も白い明滅を繰り返しているだけだった。眠気がやばかった俺は駐車場の端に車を止めて、外で少しだけ冷たい空気を吸おうとした。その時、足元の草むらで金属が風に揺れるような音がした。カラン、カランという音。近づくと草をかき分けた先に一本の木の杭が立っていた。木製だが、頭に赤い布が巻かれ、根元には古い錆びた鎖が絡まっている。それはまるで何かを止めているような見た目だった。杭の横には小さな木札が刺さっていた。文字は薄れていたが、一部だけは読み取れた。踏み入るな、風。この山にそんな金属地があったか。そう疑問に思い、木札を指でなぞった瞬間、杭がゆっくりと傾いた。ぐらついた勢いで根元が少し浮いた。鎖がギチッとなる。気味が悪くて離れようとしたが、すでに遅かった。足が何かに絡まって転んだ拍子に、杭を思いっきり掴んでしまった。その瞬間、ずるっと杭が完全に抜けた。手応えは土ではなかった。柔らかい肉を引き裂くような湿った感触。沈んだ穴の奥から冷たい風が吹き上がってきた。風の中に聞いたことのない声が混じっていた。という声。か細くて、だが近い。耳のすぐ横で囁かれたような感覚だった。俺は慌てて杭を穴に戻そうとしたが、もう入らなかった。穴は杭の形ではなく、まるで人の腕の太さに合わせて広がっていた。そして次の瞬間、背中全体が冷たくなった。何かが這い乗ったんだ。ゆっくり俺の肩の位置まで。呼吸が止まる。だが振り返れない。振り返ったら見てしまうと本能で分かった。その状態のまま車へ戻ろうとしたが、足が重い。まるで背中から力を奪われているようだった。なんとか車内に逃げ込んでドアを閉めた瞬間、背中に乗っていたそれが俺の右肩に手を回した。冷たく細い指。だが人間ではない角度で曲がった関節。指先が喉元まで滑り降りてきてそこで止まり、ゆっくりと押された。息が止まる。本気で死を覚悟した。震える手でエンジンをかけ、無我夢中で山道を出た。ドライブインの白い街灯が遠ざかる。なのに背中の重みは消えなかった。だから気づいた。あれは杭が封じていたものではない。杭そのものがあいつの腕だった。完全に抜いたせいで封を解いたのではなく、繋がれた先の相手を引きずり出してしまった。家に着く頃には呼吸をするだけで肩がきしむほど重かった。そしてその夜、風呂場の鏡で自分の背中を見た瞬間、俺は確信した。肩に黒い指の形が5本くっきりと沈んでいたんだ。鏡に映った自分の背中はもう俺のじゃなかった。肩に刻まれた5本の指跡は普通のあざではない。皮膚の下に深く押し込まれている。まるで骨の内側にまで指が入り込んでいるような異様な沈み方だった。触れると冷たい。自分の体温とは明らかに違う。そして触った指先にかすかに脈のようなものが伝わった。俺の脈ではない。背中の何かの鼓動だ。その夜は怖くて眠れず、背中を壁につけて座ったまま朝を迎えた。しかし朝になっても指跡の冷たさは消えなかった。
仕事に向かうために車に乗り込むと、背中のあざがじんわりと熱を帯び始めた。冷たかったはずの指の跡が、今度は炭のように熱い。渦を巻くように肩の奥で動き出している。サイドミラーに映る自分の顔色が悪くなっていくのが分かった。目の下が黒く、頬がこけて、皮膚が薄く乾いていく。まるで背中に乗ったそれに吸われているように。嫌な予感がして、昨日のドライブインへ戻る決意をした。あの杭を抜いた場所に、まだ何か残っているはずだ。参道の曲がり角を曲がるたびに背中の重みが増していく。まるで帰る場所を察知しているように肩の奥で指がギュッと締まった。ドライブインに着くと建物の前には強い風が吹きつけていた。街灯は揺れているのに音がしない。風の音がまるで吸い込まれているように周囲だけ異様に静かだった。杭があった草むらへ足を進める。距離が近づくほど背中の指がキリキリと骨を締める。呼吸を奪われるような圧迫感。杭の抜けた穴は昨日より大きくなっていた。土が沈み、地面が陥没している。そして穴の底には黒い濃霧のようなものが渦巻いていた。その霧の中から白くて異様に細い腕が2本突き出ていた。左右の腕が地面をゆっくり掘り広げるように動いている。土を掴んでは押しのけ、杭の跡をさらに大きく裂いていく。俺の背中の指の跡がその動きに合わせて震えた。まるで背負っているそれが穴の腕と同じリズムで呼吸しているかのようだった。すると突然、風が止んだ。耳が痛くなるほどの静寂。その直後、穴の中から声がした。返せ。乾いた声。だが確かに俺を指していた。背中の指が骨を砕くほど強く締め上げた。膝が折れ、地面に倒れ込む。呼吸ができない。肩の奥で何かが引っ張られる。まるで背中の後ろから自分が引き抜かれるような感覚。穴から伸びた2本の腕が地面を引き裂きながらこちらへ伸びてくる。その動きの先端に黒い影がゆっくりと立ち上がった。杭の根元で封じられていた本体がついに地上へ肩を出した。背中の重みはもう乗っているというレベルではなかった。完全に張り付き、骨と骨の隙間に入り込んでいる。このままでは俺の体ごと穴へ引きずり込まれる。その時、影が太い腕で地面をつかみ、泥まみれの顔がゆっくりとこちらに向いた。視線が合った瞬間、背中のそれが震えた。逃げられなかった。あの影が顔を上げた瞬間、背中の指が一斉に開いた。穴から立ち上がった影は、泥にまみれた痩せ細った体だった。両腕は杭を押し返す時に潰れたのか、関節が正しい方向を向いていない。だがその動きは確実に俺へ向いていた。目はなかった。代わりに穴の奥の闇とつながったような空洞が2つあった。そこから湿った風が漏れ、俺の背中のあざが同じリズムで脈打った。もう俺の背中と向こう側はつながっている。影は地面に爪を立て、ゆっくりと這い寄ってきた。土をかくたび、黒い霧が煙のように吹き出し、穴がさらに広がった。俺は必死で後ずさったが、足が動かない。背中のそれが骨ごと掴んで動きを止めていた。影が手を伸ばした。長い指は人間のものとは思えない角度で曲がり、空気を切り裂きながら俺の肩へと触れた。触れた瞬間、自分の体の重心が背中から外へ吸い出されるような感覚が走った。息が止まり、視界が裏返る。影が低く土をするような声で言った。返せ。よこせ。
つなぎ落とした。意味はわからない。だが、俺が杭を抜いたことで、向こう側の誰かの鎖を引きちぎったんだと直感した。その代償を俺の体で払わされている。背中の指がさらに深く沈んだ。骨の隙間を割り、内臓へ食い込むような痛みが走った。俺は思わず叫んだが、声は途切れ途切れで自分のものとは思えない音だった。影が俺の肩に顔を寄せた。空洞のような目の奥で黒い霧が渦を巻き、そこから腕のような何かが伸び、俺の影が地面から剥がれた。影は本来の形から裂け、別の人の形に変わっていく。背中から引きずり出されるように、俺の影の半身が地面の方へと倒れた。影の半身は俺を見上げ、泥の口を開いた。帰った。その瞬間、穴の中の影が俺の足首をつかみ、全力で地中へ引きずり込んだ。泥が波のように沈み、土と霧と冷たい空気が一気に押し寄せてくる。体の後ろ半分が穴へ飲まれた。地面の縁へ必死で手を伸ばすが、指が滑る。背中のそれはもう、俺の肉の外側に完全に出ていて、影の形のまま俺を押し込むように乗っていた。地面に残せたのは、俺の腕だけだった。最後に見えたのは、穴の縁に引っかかった俺の手首が影の腕につかまれ、音もなく引きちぎられる瞬間だった。そして土が閉じた。後には杭の抜けた穴だけが残り、そこに俺の手首が転がっていた。翌朝、ドライブインの街灯が照らしたその手首の横には、新しい杭が一本立っていた。杭の表面には、薄くこう刻まれていた。次のものが抜くまで。あれは祖母がまだ元気だった頃の話だ。俺の実家は山に囲まれた小さな村にある。田んぼと畑しかないような場所で夜になると真っ暗になる。街灯も少なく、月が出ていない夜は本当に何も見えない。そんな村には昔から一つだけ有名な言い伝えがあった。狐塚には近づくな。村の裏山に小さな塚がある。石がいくつも積まれていて、上には古びた祠が乗っている。草に半分埋もれているが、誰も手入れをしていないのになぜか崩れない。子供の頃、俺は祖母に何度も言われた。あそこだけは絶対に行っちゃダメだよ。狐様の場所だからね。村の大人たちも同じことを言っていた。山で遊ぶことはあっても、その塚の周りだけは誰も近づかない。理由を聞いても皆同じ答えだった。昔、怒らせたうちがある。それだけだった。どんなことが起きたのか、どう怒らせたのか、詳しく話す人はいなかった。ただ祖母だけは少し違った。ある日夕飯の後、俺がまた塚の話をすると、祖母はしばらく黙ってからこう言った。昔な、この村で一番大きかった家が、あの塚を壊そうとしたんだ。山を切り開いて、畑を広げるためだったらしい。塚が邪魔だった。だから重機を入れて石をどかそうとしたんだ。その日作業をしていた男が言ったらしい。狐なんかいるわけがない。笑いながら祠を倒した。その日の夜、そのうちの犬が一斉に吠え始めた。外を見ると庭の暗闇に何十匹もの狐が座っていた。全部家の方を見ていたらしい。動かない。ただじっと見ていたらしい。
祖母はそこで話をやめた。俺が続きを聞こうとすると、祖母は首を振る。これ以上は聞かなくていい。ただね。祖母は小さな声で言った。そのうちはもう残っていないんだ。理由を聞こうとした時だった。外から変な音が聞こえる。コツン、コツン、と窓の外から小さな石が当たる音だった。最初は誰かのいたずらかと思った。でも祖母の顔が急に固まった。ゆっくりと立ち上がり、窓の方を見ていった。開けないでね。俺は窓の外を見た。庭の暗闇の中に小さな影が並んでいる。それは全部狐だった。しかも全部がこっちを見ている。庭に並んでいた狐は全部で10匹以上いた。月も出ていない夜だったが、目だけははっきり見えた。暗闇の中で小さな光がいくつも並んでいる。その全部が家の窓を見ていた。祖母は窓から離れ、俺の肩を強く掴んだ。見ちゃダメ。小さな声だった。絶対に外を見ちゃダメだよ。そう言ってうちの明かりを全部消した。そして部屋の中は真っ暗になった。外からは草を踏む音が聞こえる。さわ、さわ。それは庭の草がゆっくりと揺れる音だった。狐が歩いている音だとすぐに分かった。でも数がおかしい。さっきより明らかに多い。草を踏む音があちこちから聞こえてくる。祖母は仏壇の前に座り、小さく手を合わせていた。何かをずっとつぶやいている。その時だった。コツンとまた窓に石が当たった。コツン、コツン。今度はさっきより強い音だった。祖母が振り返る。開けちゃダメだよ。俺は黙ってうなずく。でも音は止まらなかった。まるで誰かが外から呼んでいるみたいだった。そのうち石の音が止まった。静かになる。そして祖母が小さく息を吐いた。帰ったか。その瞬間だった。窓のすぐ外から、コツン。今度は石ではなかった。ガラスに何かが当たった音。ゆっくりと窓に影が映った。狐ではない。もっと大きい人の形だった。長い影。窓の外に誰かが立っている。でも、この家の庭は堀に囲まれている。門は閉まっている。人が入れるはずがないんだ。そして影がゆっくりと動いた。ガラスに顔を近づける。俺は思わず息を止めた。長い髪の影だった。顔は見えない。でも頭だけ少し傾けて家の中を覗いているんだ。その時祖母が低い声で言った。怒らせちゃったかな。祖母は立ち上がり窓に背を向けた。そして言った。今夜は絶対に外には出ちゃいけないよ。声がしてもダメ。名前を呼ばれても出ちゃいけないよ。その直後だった。外から声が聞こえてきた。小さな声、はっきりと俺の名前を呼んだんだ。外から聞こえた声は、はっきりと俺の名前だった。小さな声、でも間違いなく俺の名前だった。窓のすぐ外からだった。祖母がすぐに言った。返事しちゃダメ。声はもう一度聞こえた。俺の名前をゆっくりと呼ぶ。だがその声はどこかで聞いたことがあるような気がした。少しだけ考えて気づいた。それは祖母の声だった。でも祖母は俺の横にいる。
仏壇の前で手を合わせている。そして外の声がまた俺の名前を呼んだ。その時だった。庭から奇妙な音が聞こえた。コン、コン。石を叩く音。何かが石に当たっている。祖母がゆっくりと言った。祠だ。裏山の狐塚。そこにある古い祠。その石を叩く音だと言った。でも狐塚は家からかなり離れている。こんなにはっきりと聞こえる距離ではない。それなのに音はだんだんと近づいてくる。コン、コン、コン。まるで石を叩きながら歩いてくるみたいだった。祖母の声が震えていた。来ないで。その瞬間、庭の狐が一斉に鳴いた。聞いたことのない鋭い鳴き声だった。その後急に静かになった。完全な静けさ。何も聞こえない。その時家の玄関で音がした。ガチャッとドアノブがゆっくりと回る音。鍵はかかっている。それでも何度も回る。ガチャ、ガチャ、ガチャ。祖母が小さく言った。開けないで。その直後だった。玄関の外から低い声が聞こえた。人の声ではない。低くて喉の奥で鳴るような声。そしてはっきりと聞こえた。返せ。祖母がゆっくり振り返る。その顔は真っ青だった。そして祖母は小さくつぶやいた。祠を壊したうち、この土地なんだ。昔狐塚を壊そうとした家、その場所がこの家だった。そして玄関の向こうで何かが笑った。低い声で。玄関の扉を石で叩く音がした。玄関の扉を叩く音は何度も続く。コン、コン、コン。石で叩くような音だった。祖母は仏壇の前から動かない。ずっと手を合わせていた。来ないで、来ないで。小さくつぶやいている。でも外の音は止まらない。コン、コン、コン。だがやがて玄関の音が止んだ。静かになる。その時だった。家の裏の方から土を踏む音が聞こえた。ザッ、ザッと誰かが歩いている。家の横を通って庭に回った。窓の外で足音が止まる。そしてガラスにゆっくりと手が触れた。白い手だった。長い髪が垂れていて顔は見えない。でもその体の後ろに何匹もの狐が座っていた。全部が家を見ている。その時祖母が突然立ち上がった。俺の腕を強く掴んでいった。裏へ行くよ。祖母は台所へと向かった。床の板を一枚外し、そこから古い木箱を取り出した。中には小さな石が入っている。古びた石。祖母はそれを見て震えた声で言った。これなんだ。昔祠を壊したとき、そのうちの者が祠の石を一つ持ち帰った。それを家の守りにするつもりだったらしい。でも、それが間違いだった。祖母は石を握る。その瞬間、外の狐が一斉に鳴いた。窓の外の女がゆっくりと顔を上げる。長い髪の隙間から細い目が光っていた。そして祖母はこう言った。返すしかないね。そう言って玄関へ向かった。俺は止めようとした。でも祖母はそのまま扉を開けた。
外には狐が並んでいる。何十匹も。全部祖母を見ていた。祖母は石を両手で持ち、ゆっくりと地面に置く。その瞬間、狐たちが一斉に動いた。石を囲むように集まる。そして、長い髪の女が前に出た。祖母の目の前にまで来る。女は石を見た。そしてゆっくりと祖母を見た。祖母は動かなかった。そのまま頭を下げる。女はしばらく祖母を見ていた。だがやがて小さく笑った。その瞬間後ろにいた狐たちが一斉に祖母へ飛びかかった。俺は叫んだ。でも祖母の姿はすぐに見えなくなった。狐の群れの中に消えていった。それから狐たちは石を加えて山へ戻っていった。気がつけば庭には何も残っていなかった。祖母も狐もあの長い髪の女も全部消えていたんだ。警察も来た。でも祖母は見つからなかった。ただ一つだけ変わったことがある。あの裏山の狐塚、昔は石が崩れていたらしい。でも今はきれいに積み直されている。そして祠の前に新しい石が一つだけ置かれている。その石には小さく字が彫られていた。それは祖母の名前だった。何年か前、夜中に体調不良となった私は、吐き気でトイレから出られなくなる、という事態に見舞われてしまいました。朝方には体調も戻ったのですが、微熱があったので仕方なく仕事を休んで、病院へと行くことにしました。血液を採取して診察が終わり、あとは結果を待つのみでした。まあ、あとは薬をもらってすぐ帰れるだろうな、と思っていたのですが、これは入院ですね。え？入院ですか？と、私は耳を疑いました。診断結果は胃腸炎でしたが、血液の炎症値が高すぎるとのことで、まさかの入院治療となってしまいました。入院したくない、と交渉はしましたが、聞き入れてはもらえず、人生初の入院をする羽目になりました。急な入院だったためにベッドも空いておらず、少し離れた個室が私の部屋でした。ちょっと離れますけど、何かあったら呼んでもらえばすぐに来ますので。と、元気な看護師さんに部屋を案内されて、入院生活が始まりました。それにしても、やることがありません。食事は絶食治療のためになし。常に点滴をしているので何をするにも億劫でした。突然の入院でしたから暇を潰す準備もしていません。私はとにかく寝て過ごすことにしました。夜中ふと目が覚めた私は催したのでトイレへ向かいました。用を済まして手を洗っていると不意に後ろから声をかけられました。調子はどうだい？びっくりして振り返ると、そこには痩せた60代くらいの男性が立っていました。あまり良くないみたいで、食事ができないんですよね。そう答えると、その男性は嬉しそうに笑みを浮かべ、トイレから出て行ってしまいました。一体何なんだろう、とは思いましたが、私も部屋へ戻って再び眠りにつきました。その男性とは、その後も廊下等でちょくちょく出会ったのですが、何かおかしいのです。相手は私に対して、調子はどうだい？と尋ね、私が答えると笑いながら帰るのですが、それだけなんです。こちらとしては世間話でもしようかと試みるのですが、話しかけても無視して帰るので、会話が成り立ちませんでした。
会話をする気がないのなら、なぜ話しかけてくるんだろうか。入院3日目で私の点滴が外れて食事が提供されました。ご飯はでんぷんの海苔のようなドロドロの液体と薄い具なし味噌汁だけ。それでも味覚を刺激され、食べ物のありがたみをしみじみと実感しました。その夜またトイレに行くと、またあの男性と遭遇しました。やはりまた、調子はどうだいと一方的に質問をしてきました。私はその方の態度への不満と、食事ができるようになった嬉しさも相まって、こう答えました。おかげさまで、やっと点滴が取れました。食事もできるようになって、あとは退院するだけですね。すると男性は、私の返答を聞いた途端に、がっかりした表情をしました。普通なら、礼儀でも他人の回復を喜ぶべきだと思うのですが、不快に思った私が何も言い出せないほど、あからさまに落胆していました。その様子に、私はかける言葉もありません。男性はとぼとぼと部屋へ戻ってしまいました。それからその男性と会って、調子はどうだいと尋ねられることはありませんでした。食事も次第に普通食へと戻ってきた私は、散歩がてら病院内を歩くように心がけました。広い病院とはいえ、自分のいるフロアに飽きた私は、他の階へと足を運んでみます。うろうろしていると、ストレッチャーに患者が乗せられて移動している場面に遭遇しました。これからお風呂ですよ。さっぱりしましょうね。看護師さんの会話から察するに、これから入浴にでも行くのでしょうか。患者さんの方はというと、寝たきりで全く反応がありません。私は廊下の端へと移動し、邪魔にならないように配慮をします。そしてすれ違う瞬間、患者さんの顔を見て私はぎょっとしました。その患者さんは私に、調子はどうだいと尋ねていたあの男性でした。その足で私はナースステーションへと向かい、良くないと思いながらも気になっていることを尋ねてしまいました。今、寝たまま運ばれた患者さんはどういったご病気なのですか？ごめんなさいね。そういったプライベートなことは答えられないんですよ。そうですよね。私、下の階で入院しているものなんですけど、よくあの人から声をかけてもらっていたので、気になって、すいませんでした。私がそう言った瞬間に変な空気になって、看護師さんたちが顔を見合わせました。そして看護師さんの一人が、見間違いじゃないですか？あの方はずっと寝たきりで、意識もなくて、歩けたとしたら家族の方が泣いて喜びますよ。と言うではありませんか。私は退院してから今のところは大病もなく健康に過ごしています。寝たきりの男性はその後どうなったのでしょうか。気がかりではありますが、赤の他人である私は詮索もできません。私へ声をかけた男性は一体何だったのでしょうか。あの嬉しそうな笑みとがっかりした姿を思い出すと複雑な心境になります。あの卒業旅行の帰り道で、俺たちは一人を置いて帰ることになった。置いて帰ったというより、見つからなかったんだ。高校を卒業した3月の終わり、仲のいい4人で、最後の思い出に温泉旅館へ行くことになった。場所は山の中にある小さな旅館だった。派手な観光地ではない。山道をしばらく登った先にある昔から続いているような宿だった。夕方に到着して車を降りた時だった。
旅館の玄関の横に古い石の地蔵が並んでいるのが見えた。5体。全部同じ形で同じくらいの大きさ。ただ1体だけ首に赤い紐が巻かれていた。なんだこれ。友達の健太がそう言ってしゃがみ込んで見ていた。その時、旅館の人が玄関から出てきた。いらっしゃいませ。俺たちは普通に挨拶をして中へ入った。そのついでに健太が聞いた。外の地蔵って何なんですか？旅館の人は一瞬だけ表情を止めた。そしてすぐに笑ってこう言った。昔から置いてあるものなんです。それ以上は説明しなかった。少し気になったが、深く聞くほどでもない。俺たちはそのまま部屋へと案内された。夜は楽しかった。温泉に入って、飯を食って、部屋でジュースを飲んだ。卒業したばかりで、みんなこれから別の場所に行く。大学、専門学校、就職。だからこそこの旅行が最後だった。夜11時頃、そろそろ寝ようかという話になった時、翔がふと窓の外を見た。なあ。小さな声だった。今さ、誰か外歩いてなかった？俺たちは窓の方を見た。だが外は真っ暗だった。旅館の裏はすぐ山になっている。街灯もない。気のせいだろ。俺がそう言った。翔も、かもな、と言ってそのまま布団に入った。それからしばらくしてみんな寝た。そして夜中、俺は物音で目が覚めた。部屋の中は暗い。時計を見ると2時を少し過ぎていた。その時気づいた。布団が一つ空いている。翔の布団だった。トイレかと思いふと窓を見ると、襖の隙間から外が見えた。その窓の外に小さな影が立っていたんだ。子供くらいの背の高さ。じっと部屋の中を見ていた。首のあたりに赤い紐が揺れている。玄関にあったあの地蔵と同じ紐だった。そしてその影の横に翔が立っていた。まるでその子供に呼ばれているみたいに。窓の外に立っていた翔はじっとその小さな影を見ていた。夜の山は真っ暗だった。月も雲に隠れていて、外はほとんど何も見えない。それでもその影だけははっきりと見えた。子供くらいの背の高さ。そして首のあたりに赤い紐。俺は布団から体を起こした。翔、何してんだ？と俺が小さく声をかけた。そして翔はゆっくりと振り向いた。でも顔がどこかおかしかったんだ。焦っているわけでも驚いているわけでもない。ただぼんやりとしていた。外にさ、子供がいるんだ。翔は静かな声で言った。その瞬間俺は窓の方を見た。でもそこにはもう何もいなかった。山の斜面と木の影だけだった。誰もいねえよ。とそう言ったが、翔は首を振った。いや、さっきまでいたんだ。そして窓を少し開けて外を見た。冷たい山の空気が部屋に入ってくる。翔はしばらく外を見ていたが、やがて窓を閉めて布団に戻った。夢かもな。そう言ってそのまま寝てしまった。俺も気にしないことにして、また眠りについた。朝になった。旅館の朝は静かだった。
山の鳥の声が聞こえてきて空気も冷たい。俺たちは朝飯を食べてチェックアウトの準備をした。玄関で靴を履いている時だった。健太が地蔵の棚を見てこう言った。なあ、これ昨日と向き違くない？俺はそっちを見た。5体の地蔵が並んでいる。確かに昨日と少し向きが違う気がした。そして1体だけ赤い紐の地蔵が正面ではなく旅館の入り口の方を向いていた。まるで誰かを待っているみたいに。俺たちはそのまま車に乗った。帰りは俺が運転することになった。山道を下りながらみんな少し眠そうだった。すると後ろの席から翔が小さく言った。なあ、さっきの地蔵さ、4体じゃなかった？俺はバックミラーで翔を見た。いや、5体あっただろう。そういった瞬間だった。ガンと大きな衝撃が走った。ハンドルが急に重くなり、車が横に揺れた。急ブレーキを踏んで何とか車を止める。心臓が激しくなっていた。車の前を見ると、道の真ん中に小さな石の地蔵が倒れていた。首に赤い紐が巻かれていたんだ。車の前に倒れていたのは小さな石の地蔵だった。首には赤い紐が巻かれている。俺たちは全員車から降りた。山道は静かだった。車も通らない。こんな場所に地蔵があるはずがない。健太がゆっくりと近づく。これって、さっきの旅館のやつじゃねえか？確かにそう見えた。同じ大きさ、同じ形。そしてあの赤い紐。俺は急に嫌な感じがしてこう言った。触っちゃダメだ。もう行こうぜ。だが健太はもう地蔵の前に立っていた。その時だった。後ろから翔の声がした。いた。子供がいる。振り向くと翔が山の斜面を見ていた。俺たちもそっちを見る。木の間に小さな影が立っていた。子供くらいの背の高さ。それはじっとこちらを見ている。そしてその影はゆっくりと手を挙げた。まるでこっちへ来いと言っているみたいに。ダメだ、行っちゃダメだ。だが翔はもう歩き出していた。おい、翔、行くなって。止める間もなく翔は斜面を数歩登った。その瞬間だった。足元の土が崩れた。翔の体が斜面の下へ落ちた。転がる音がし、俺たちは慌てて駆け寄った。だが斜面の下には誰もいなかったんだ。翔の姿が消えていた。そして俺たちは警察を呼んで、旅館の人も来た。山を何時間も探したが、翔は見つからなかった。ただ一つ見つかったのは翔の靴だった。その横の土に小さな足跡が残っていた。裸足の足跡。子供のものだった。それは山の奥へと続いていた。数日後、旅館から電話があった。あの地蔵ですが。旅館の人は静かな声で言った。あれは昔、この山で亡くなった子供のために置いたものなんです。そしてこう続ける。5体あるのは理由があるんです。代わりに連れて行く人がいると、赤い紐の地蔵が動くと言われています。俺たちは4人で卒業旅行に行った。でも帰ってきたのは3人だった。そして今でも、あの旅館の玄関には地蔵が5体並んでいるらしい。
ただ赤い紐の地蔵だけは時々向きが変わるそうだ。まるで次に連れて行く人を探しているみたいに。あれは今から2年くらい前のことです。大学時代の友人と3人で深夜のドライブに出かけたんです。大した目的があったわけではありません。その日は金曜の夜で仕事終わりに集まって、誰かが海でも見に行くかと言い出して、なんとなくそのまま高速を使わず下道で県境の方まで走ることになりました。メンバーは運転していたのが匠、助手席に私、後ろにシンジ、この3人でした。匠は昔から運転が好きで、シンジは怖がりなくせに階段が好きで、私はそういう2人に付き合っているだけという感じでした。夜の11時を回る頃には街の明かりもだいぶ少なくなってきていて、道路沿いの店もほとんど閉まっていました。コンビニの明かりを最後に見たのがいつだったのか思い出せないくらい賛同ばかりになっていたと思います。腹減ったなぁと後ろからシンジが言いました。さっきコンビニ寄ればよかったのに。私がそう言うとシンジは少し不満そうに、だってもうちょい走ればなんかあるって言ったじゃんと匠に文句を言いました。匠は笑って、ナビ見たらこの先に店っぽいのあるぞと答えたんです。私はその時ちらっとカーナビの画面を見ました。青黒い地図の上に細い参道が一本伸びていて、その先に小さなフォークとナイフのマークが出ていました。店の名前も表示されていました。ドライブイン三崎。聞いたことのない名前でした。こんな山の中に？私がそう言うと、匠は肩をすくめて、昔からある店なんじゃない？と言いました。シンジは後ろから身を乗り出して、逆にいいじゃん。そういう古いドライブイン、俺好きだわ。なんて言っていました。でもそのあたりから少しずつ変な感じがあったんです。道路はずっと同じような参道なのに、ナビの到着予定時刻がなかなか縮まらない。5分。次に見ても5分。また少し走ってもまだ5分。これ、ちゃんと近づいてる？私がそう言うと、匠も少し気になったのか、画面を見て、あれ？と小さく言いました。確かに進んではいるんです。車の現在地の矢印は動いている。でも、目的地までの距離だけが妙に曖昧というか、一定のまま張り付いている感じがしたんです。シンジが半分ふざけて、それ、あれじゃない？つかないやつ。と言いました。何それ？階段にあるじゃん。ナビに従ってたら変なとこに連れて行かれるやつ。私は笑おうとしたんですが、その時フロントガラスの向こうに急に明かりが見えました。参道の先、右カーブを抜けた先に黄色っぽいぼんやりとした明かり。あまり明るくない。でも確かに営業中の店の明かりでした。お、あった。匠が少し嬉しそうに言って車を減速させました。道沿いに開けたスペースがあって、そこに古い平屋の建物が建っていました。色あせた看板。ところどころ文字が剥げていて、それでもかろうじて読めました。
ドライブイン、岬。確かにナビの表示と同じでした。駐車場は広めでしたが、車は一台も止まっていません。夜中だから不思議じゃない。そう思ったんですが、店内に明かりはついていて、入り口の横には営業中の札も下がっていました。ただ妙に静かでした。山の中だから静かなのは当然なんですけど、そういう静けさではない。虫の声とか、風の音とか、遠くの川の音とか、そういう夜の音が何も聞こえないんです。エンジンを切った瞬間、それがよくわかりました。シンとしていました。シンジが小声で、なんか、やだな、と言いました。さっきまで調子に乗っていたくせに、こういう時だけは敏感なんです。匠は気にせずにドアを開けて、早く行こうぜ、と先に降りました。私も続いて降りましたが、空気が妙に冷たかったのを覚えています。季節は初夏だったはずなのに、その店の周りだけ秋の終わりみたいな冷え方をしていました。入り口の自動ドアはありませんでした。ガラスの引き戸で、匠が手で横に開けると、鈴が一つ、チリンと鳴りました。その音だけが妙にはっきりと耳に残りました。中は思ったより広かったです。4人掛けのテーブルがいくつかあって、壁際には古い漫画本の棚、窓際にはカウンター席、レジの横には厨房につながる小窓がありました。昭和の名残がそのまま残っているような古いドライブインでした。けれど、店員がいない。すいません、と、匠が声をかけると、少し間があってから厨房の奥の暗がりから女の人が出てきました。50代か60代くらい。痩せた人でエプロンをつけていて、髪は後ろで雑に束ねていました。いらっしゃい。そういった声は普通でした。でも、顔色がやけに悪かった。寝不足とか、そういう感じではなくて、古い写真みたいに色が薄いんです。まだ大丈夫ですか？と私が聞くと、女の人は、ええ、とだけ言って、メニューを3冊無言でテーブルに置きました。メニューは想像以上に普通でした。カレー、ラーメン、生姜焼き定食、焼きそば、親子丼。そういういかにもドライブインらしいものばかり。値段も安かったんです。シンジが、なんか逆に当たりの店っぽいな、と言って少し安心したように笑いました。私もその時はちょっと考えすぎだったかなと思いました。3人とも温かいものを頼むことにして、私は味噌ラーメン、匠はカツカレー、シンジは肉うどんを注文しました。女の人は一度うなずいて厨房の奥へ戻っていきました。その背中を見ていて、私は一つだけ妙なことに気づいたんです。足音がしなかったんです。床は古くて歩けばきしみそうなのに、あの人は音を立てなかった。なあ。シンジが急に小さな声で言いました。この店、なんか変じゃない？今さら？いや、そうじゃなくてさ。シンジは窓の方を見ながら、車、なかったよな、と言いました。うん。なのに、外に誰か立ってるんだ。それを聞いて私と匠は同時に窓の方を見ました。窓ガラスの向こう、駐車場の端、街灯もない暗い場所に人影が一つ立っていました。男か女かもわからない。
ただこちらを向いている。立っているだけ。客かな？匠がそう言いましたが、店に入ってくる様子はありません。そのままじっとこちらを見ている。シンジは明らかにビビっていて、いや、あれおかしいだろ。と声を震わせていました。私は立ち上がって、もう少しよく見ようと窓に近づきました。すると人影は、スッと横に動いて、店の裏手に消えました。走ったわけでもなく、歩いた感じでもない。暗闇に溶けるみたいに横に流れていなくなったんです。その時でした。すぐ後ろで女の人の声がしました。窓には近づかない方がいいですよ。驚いて振り返ると、いつの間にか店員の女が料理を持って立っていました。湯気の立つ器を3つ、無表情のままテーブルに置いていきます。私は思わず、今、外に人が、と言いかけました。でも女の人はそれを遮るように静かな声で言いました。夜は窓の外を見ない方がいいんです。それだけを言って、また厨房へと戻っていきました。3人ともしばらく黙っていました。匠が苦笑いして、変わった店員さんだな、と言ったんですが、その顔も少し引きつっていました。私は箸を割ってラーメンを一口すすりました。味は普通でした。ちゃんとあったかい。むしろ少しほっとするくらい普通の味でした。けれど、シンジだけは箸をつけませんでした。どうかした？そう聞くと、シンジはうどんの丼を見たまま、これ、とだけ言いました。何？見て。シンジがそっと指をさしたので、私も器を覗き込みました。うどんのつゆの表面に天井の照明が映っていました。その横にもう一つ、誰かの顔みたいなものがぼんやりと映っていたんです。私たち3人の位置からして、そんな角度で顔が映るはずがない。しかも、それはシンジの真後ろから覗き込んでいるように見えました。おい。匠が息を潜めました。シンジがゆっくりと振り返ります。誰もいません。でももう一度丼を見ると、その顔はなくなっていました。その瞬間、店の奥の壁にかかっていた古い時計が、ボンと一回だけ鳴りました。時刻を見ると、午前2時ちょうどでした。そしてカーナビの画面が何の前触れもなく点灯しました。車のエンジンは切ってあるのにです。店の入り口から見える駐車場の車内で、ダッシュボードの光だけが青白く浮かんでいました。その光が誰かを呼んでいるみたいに見えました。シンジがかすれた声で言いました。なあ、もう帰ろう。その時、厨房の奥から店員の女の人がはっきりとした声で言ったんです。今はまだ外に出ない方がいいですよ。その言い方が忠告というより、まるで決まり事を告げるみたいで、私はその時初めて、ここはただの古いドライブインじゃない、そう思いました。私たちは食事を途中でやめることもできず、かといって落ち着いて食べることもできず、ただ黙って座っていました。店の中は相変わらずしんと静かでした。冷蔵庫のモーター音も換気扇の音も厨房の調理の音も聞こえない。なのにテーブルの上にはちゃんと湯気の立つ料理が並んでいる。そのこと自体がだんだん気味悪く思えてきました。
匠が小さな声で、今のどういう意味だと思うと聞きました。私は答えられませんでした。シンジはさらに小さい声で、午前2時までは出るなってことなんじゃないかな。と言いました。もう2時だけど。じゃあ、2時がまずいんじゃないの？会話の内容が完全に怪談のそれで、普段なら笑って終わるはずなのに、その時は誰も笑えませんでした。私は気を紛らわせたくて、テーブルの端にあった卓上調味料や壁の張り紙を見ていました。メニューの写真、手書きの本日のおすすめの札、観光地の古いポスター、その中に1枚だけ違和感のある張り紙がありました。レジの横、白い紙に黒い文字でこう書いてあったんです。窓の外の人影に声をかけないでください。私は思わず立ち上がってそれを見に行きました。紙は新しく見えました。黄ばんでもいないし、最近貼られたような感じでした。後ろから匠も来て、何これとつぶやきました。その時、厨房の奥から女の人が出てきました。さっきと同じ無表情。でも今度はどこか疲れたような、諦めたような顔に見えました。私は意を決して聞きました。この張り紙ってどういう意味ですか？女の人は少しだけ黙ってから静かに答えました。声をかけると入ってきます。それだけでした。冗談を言っている風でも脅かそうとしている風でもありません。あまりにも当たり前のことみたいに言うので逆に何も返せませんでした。匠が無理に笑って、誰がですかと聞きました。ですが女の人はその問いには答えませんでした。代わりに私たちの順番を見て、最後にカーナビの方向へ目を向けました。あなたたち、あれに連れてこられたんでしょう。その言い方に私はゾッとしました。ナビに案内された。確かにそうです。でも普通なら、ナビを見てきたんですね、というはずです。連れてこられた。その言い方は、まるで意志のあるものに導かれたみたいで、どうしても引っかかりました。どういうことですかと私が聞くと、女の人は少し迷うように目を伏せ、それから店の奥にある窓の方を見ました。ここは来る人が決まっている時があるんです。決まってる？道に迷った人、帰る場所が定まらなくなった人、あるいは呼ばれた人。シンジが椅子のきしむ音を立てて立ち上がりました。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。意味わかんないって。女の人はシンジを見ても特に反応しませんでした。昔この道は今よりずっと使われていました。トラックも長距離バスも夜通し走っていた。その頃、この店は本当に繁盛していたんです。その声は平坦でしたが、どこか遠いものを見ているようでした。でも、山の向こうに新しい道路ができて、ここを通る車は減りました。事故も増えたんです。眠気でハンドルを切り損ねたり、ガードレールを越えたり、そういう話が出るたび、なぜか同じ話が残った。女の人は少しだけ声を落として言いました。事故の前にこの店に寄ったと言うんです。背中が冷たくなりました。でもこの店は、女の人はそこで言葉を切りました。
そしてゆっくりとこう続けました。10年前に一度閉めています。誰も何も言えませんでした。店は今開いている。私たちはここにいる。温かい料理も食べている。なのに10年前に閉めた。それはつまりどういうことなんだろう。閉めたってどういうことですか？ようやく私が聞くと女の人は少し首を傾けて、火事があったんです、と言いました。その一言で店の空気がまた少し冷えた気がしました。夜中の厨房で火が出て、店主夫婦が亡くなりました。私はその時ここで働いていたんです。私は思わず女の人の顔を見ました。じゃあ、私は生きていますよ。そう言って女の人はかすかに笑いました。でもそれは安心できる笑い方ではありませんでした。生きていますけど、帰れていないのかもしれませんね。シンジが、もう、やめてくださいよ。と本気で怯えた声を出しました。その時店の外で何かを引きずるような音がしました。ザリ、ザリ、ザリ、と。駐車場の砂利を踏む音ではありません。もっと重たいものが地面を引っかいているような音。3人とも窓の方を見ました。でも、私はすぐ目をそらしました。張り紙を思い出したからです。窓の外の人影に声をかけないでください。女の人は小さく、見なくていい、と言いました。けれど匠は運転手だからなのか、車のことが気になったんだと思います。鍵、閉めたよな、とつぶやいて、入り口のガラス戸の方へと歩き出しました。匠、私が呼ぶと、匠は振り返らずに、車のとこ、ちょっと見てくるだけ、と言いました。その瞬間、女の人の声が鋭くなりました。ダメ！さっきまでとは違う、はっきりとした拒絶の声でした。匠は足を止めました。女の人は少し息を整えてから、低い声で言いました。2時から2時半までは、外に出ないでください。なんでですか？匠が聞くと女の人は、ガラス戸の向こうを見たまま言いました。この時間だけ、帰れない人が道に出るから。それが終わるのか終わらないかのうちに、入り口のガラスに、ペタッと何かが触れました。女の人の手みたいな白いもの。指が5本、はっきりと見えました。シンジが悲鳴を飲み込むような声を出して、私の腕をつかみました。ガラスの向こう側に誰かが立っていました。さっき、駐車場の端にいた人影です。今度はすぐ目の前にいる。顔は暗くてよく見えません。でも背丈からして女の人に見えました。長い髪が肩から垂れていて、濡れているみたいに光っていました。その人影は中をじっと覗き込むように立っていました。声は出さない。ただガラスに手を当てている。女の人がほとんど祈るみたいな声で言いました。見ないで。私は目を伏せました。でもその時一つだけ聞こえてしまったんです。ガラス越しに女の声で、とても近く耳元みたいな距離で、ねえ、乗せて。全身の毛が逆立ちました。外にいるはずなのに、どうして耳元で聞こえるんだ。シンジも聞こえたらしく、青ざめた顔で首を横に振っていました。匠は固まったまま入り口から動けなくなっていました。
女の人が今度は私に向かってこう言いました。車のナビ切れますか？え？案内を終わらせないとまた次を探しに来ます。意味はわからなかったのですが、その言い方があまりに切迫していて、私はとにかくうなずきました。車の鍵を。匠が震える声でポケットから鍵を出し、私に渡しました。俺、無理。その一言に彼が相当参っているのがわかりました。女の人は厨房の引き出しから古い懐中電灯を一本出して私に差し出しました。入り口は開けません。裏口から行ってください。裏口？店の裏からならあれと目を合わせずに車まで行けます。私一人で？そう聞いたとき、自分でも情けない声だと思いました。けれど女の人はうなずくしかありませんでした。あなたが一番まだ呼ばれていないから。その言葉の意味は後になってからわかります。でもその時の私はただただ恐ろしくて、理由なんて考える余裕もありませんでした。厨房の奥の細い通路を抜けると、確かに裏口がありました。鉄の扉、女の人が開けると、外気の冷たさが一気に流れ込んできました。店の裏手は真っ暗で、雑草が腰の高さまで伸びていました。懐中電灯の丸い光だけが足元を照らします。私は鍵を握りしめて、できるだけ音を立てないように進みました。店の裏を回れば、駐車場の私たちの車はすぐそこです。でも、そのわずかな距離が信じられないほど長く感じました。店の裏側からは何も聞こえません。風の音もない。虫の声もない。ただ自分の呼吸だけ。雑草を踏む音だけ。ようやく車の後ろに回り込んで、私はドアのロックを開けました。その瞬間、車内のナビ画面がパッと明るくなりました。誰も触っていないのに案内表示が出ています。目的地に到着しました。そう表示されていました。私は助手席側から身を乗り出してナビの電源ボタンを押しました。消えない。もう一度押す。消えない。画面には地図ではなく、暗い背景に一本の道だけが表示されていて、その先に赤い印が点滅していました。印の名前はこうなっていました。次の案内先。その瞬間、助手席の窓をコンと叩く音がしました。私は凍りつきました。すぐ横、窓の向こうに女の顔がありました。青白くて髪が濡れて張り付いていて、目だけが異様にはっきりとしている。その口が動いて笑ったように見えました。私は叫びそうになるのをこらえて、夢中でナビの設定画面を開きました。ルート解除、目的地削除、履歴消去。指が震えて何度も押し間違えました。窓を叩く音がコン、コンと増えていきました。まるで中に入れてもらう合図みたいに。ようやく案内を終了しますかの表示が出て、私はそれを押しました。画面が一瞬暗くなって、次の瞬間、バックモニターでもないのに、画面いっぱいに店の入り口の映像が映りました。ガラス戸の前に人が何人も立っていたんです。一人ではない。5人、6人、もっといたかもしれません。みんなこちらを向いて黙って立っている。その中に店員の女の人の姿まで見えました。私は混乱しました。
女の人は今、店の中にいるはずです。じゃあ、画面に映っているあれは何だ？しかもその人影たちは少しずつこちらへ歩き始めていました。私は反射的にエンジンをかけようとしました。でも鍵は私が持っているだけで差し込んではいない。当然動くはずもない。その時、助手席の窓のすぐ外で、さっきと同じ女の声がしました。次は、あなたが案内する番。私は悲鳴を上げて、ドアを開けて飛び出しました。そして、懐中電灯を落としながら、店の裏口へ向かって、無我夢中で走ったんです。店に戻った時、私は半分泣いていました。裏口から飛び込むと、シンジがすぐに駆け寄ってきて、どうだったと聞きました。私は息が切れて、うまく喋れませんでした。それでもなんとか、ナビで、変で、人が、と伝えると、女の人は静かに目を閉じました。やっぱり、その一言に、私はようやく少しだけ怒りが出ました。やっぱりって何ですか？あれ、何なんですか？すると女の人は今度は逃げずに答えました。道に置いていかれた人たちです。置いていかれた？事故で亡くなった人、家に帰れなかった人、誰にも見つけてもらえなかった人、そういう人が道の途中に残ることがあるんです。その言い方は昔話をするみたいに静かでした。でも残ったものは自分で行き先を決められません。だから道具を使うんです。標識や明かりや一番多いのはナビです。私はさっき見た画面を思い出して背筋が寒くなりました。行き先をなくした者が次の行き先を探しているんです。一人見つけるとまた一人、そして道の途中に増えていく。シンジが震える声で言いました。それって、俺たちどうなるんですか？女の人は時計を見ました。壁の古い時計。針は2時20分を指していました。2時半までここにいられれば大丈夫です。ここは大丈夫なんですか？私がそう聞くと、女の人は少しだけ店内を見回して、この店も店の途中みたいなものですから、と言いました。その答えは理解できたような、できないようなものでした。でも少なくとも今は、この店の外よりはマシなんだとわかりました。私たちは入り口から離れた奥の席に移動して、3人とも固まるように座りました。店員の女の人は入り口の近くに立ったまま外を見ていました。その姿を見ていて私はあることに気づきました。この人、さっきから一度も自分の名前を言っていない。あなたは？そう声をかけると女の人は振り返らずに、知恵です、と答えました。ずっとここにいるんですか？ええ。10年前から？少し間があって、千恵さんは言いました。多分、その言い方がたまらなく不安でした。まるで自分でも時間の流れがわからなくなっているみたいで。その時です。店の外で一斉に音がしました。ペタ、ペタ、ペタ。濡れた手がガラスに次々と触れるような音。私は見たくなかったのに、反射的に入り口の方を見てしまいました。ガラス戸いっぱいに手がついていました。子供の手、大人の手、細い指、
節くれだった指。いくつもの白い手形が内側へ押し付けられている。でも外には誰の姿も見えない。手形だけが増えていく。シンジがすすり泣くみたいな声で、無理だって、とつぶやきました。匠はずっと黙っていましたが、ハンドルを握る癖が出たのか、膝の上で何かをつかむように手を固めていました。千恵さんが低い声で言いました。誰が呼ばれたのか、向こうも探してる。私はその言葉に引っかかりました。誰が呼ばれたか？千恵さんはようやくこちらを見ました。ここに来る人たちは、大抵一人だけ強く目をつけられているんです。その瞬間、私は最初に言われた言葉を思い出しました。あなたが一番、まだ呼ばれていないから。じゃあ、呼ばれているのは誰なんだ？私とシンジは同時に匠を見ました。匠は顔を上げませんでした。ただ、小さく舌打ちをして、言うつもりなかったんだけど、とつぶやきました。その声で店の空気が変わりました。私は嫌な予感がしました。すると匠はしばらく黙った後、やっと話し始めました。この道、初めてじゃないんだよ。去年の夏にも一人で通っているんだ。私は何も知りませんでした。シンジも初耳だったようです。匠は目を伏せたまま、ぽつり、ぽつりと続けました。その時も夜で、眠くて、ちょっと居眠りしかけたんだ。ガードレールにすって、危うく落ちるとこだった。その時道の脇に女が立っているのが見えたんだ。びっくりしてハンドルを戻して、なんとか止まったけれど、降りて確かめる勇気はなかった。そして、そのまま逃げたんだ。千恵さんが静かに聞きました。何があったか見ましたか？匠は首を横に振りました。いや、でも。そこで彼は初めて本当に苦しそうな顔をしました。あの時、バックミラーに映ったんだよ。女が一人じゃなかった。ガードレールの下にもう一台車が落ちていたんだ。シンジが息を飲みました。警察には言ってない。その答えにしばらく誰も言葉が出ませんでした。匠はかすれた声で言いました。事故を見たのか、ただの見間違いだったのか、自信がなかったんだ。変なことを言って面倒になるのも嫌で、そのままにしたんだ。千恵さんがとても静かな声で言いました。見つけてもらえなかったんでしょうね。責めるわけでもなく、ただ事実を置くみたいな言い方でした。匠は両手で顔を覆いました。その時店の外から女の笑い声が聞こえました。とても楽しそうな、でも人間の声とは思えない軽さの笑いでした。入り口のガラス戸の向こうに、今度ははっきりと姿が現れました。あの女です。髪の濡れた青白い顔の女。その後ろにさらに何人もの人影が並んでいる。女は口を開き、ガラス越しにこう言いました。返して。声は小さいのに、店の中のどこにいても聞こえるみたいにはっきりと届きました。見たのに言ったでしょ。匠の肩が大きく震えました。私たちを見たのに、シンジが、匠と呼びました。けれど匠は返事をしません。ただうつむいたまま、
何度も小さく、ごめん、ごめん、とつぶやいていました。千恵さんが入り口の前に立ち、女に向かって言いました。ここは通さない。すると女は、ゆっくりと首を傾けました。あなたも、まだそこにいるの？その言葉に、千恵さんの表情が初めて崩れました。ほんの一瞬だけ、ひどく悲しそうな顔になったんです。私はその時ようやく気づきました。この人ももしかしたら、その先を考えた瞬間、店の照明が一斉に落ちました。真っ暗。シンジが叫び、私も思わず椅子にしがみつきました。次の瞬間、レジの上の非常灯だけがついて、店内を青白く照らしました。その薄暗い光の中で、入り口のガラス戸が少しだけ開いていました。誰かが中に入ってきたんです。足音はしません。でも、床の上を何か冷たいものが滑る気配が、ゆっくりとこちらへ近づいてくる。千恵さんの声がしました。目を閉じて。私たちは言われた通りに目を閉じました。見たらダメだ。そう思いました。近い。もうすぐそこにいる。濡れた髪の匂いみたいな生ぬるい水の気配が漂ってきます。そして私のすぐ前ではなく、匠の真正面でそれが止まったのがわかりました。女の声、今度はとても優しく。帰り道を教えて。匠が声を出しました。知らない。嘘。知らない。わからないんだよ。暗かったし、怖くて。でも言った。ごめん、ごめん。そのやりとりを私は目を閉じたまま聞いていました。ですが、何もできませんでした。ただ、ここで私が何かを言ったら、その女の顔を見てしまいそうで。その時また古い時計が、ボーンとなりました。1回、2回。時計を見るまでもなく、2時半だとわかりました。すると店の中の空気が、スッと軽くなりました。あれほど重かった圧が急に引いていく。濡れた気配も遠ざかっていく。そしてしばらくしてから、千恵さんが、もう大丈夫、と言いました。恐る恐る目を開けると、入り口のガラス戸は閉まっていて、外にはもう誰もいませんでした。手形もきれいに消えていました。ただ、匠だけが床に座り込んで泣いていました。声を殺して、子供みたいに。それからしばらくして、東の空が少し白み始めました。山の夜明けは遅いですが、確かに闇の濃さが薄れてきました。千恵さんは私たちに温かいお茶を出してくれました。そのお茶の湯気を見たとき、初めて、ああ、まだ生きているんだ、と思えたのを覚えています。匠は顔を上げて、警察、と答えました。去年のこと、ちゃんと話す。見間違いでもいいから、あの場所を伝える。シンジは何も言いませんでしたが、その答えにだけはゆっくりとうなずきました。私もそれがいいと思いました。遅すぎるとしても何もしないよりはずっといい。朝の5時を過ぎる頃、私たちは店を出ることにしました。外はもう普通の参道の朝で、鳥の声も聞こえていました。駐車場に立つと、昨夜の異様な静けさが嘘みたいでした。車に乗り込んで、私は思わずナビの画面を見ました。普通の待ち受け画面、履歴も消えていました。ドライブイン、三崎
の表示はどこにもありませんでした。エンジンをかける前に私は店の方を振り返りました。千恵さんが入り口の前に立っています。夜と同じエプロン姿で私たちを見ている。私は窓を少しだけ開けて、ありがとうございました、と言いました。千恵さんはほんの少し笑ってこう言いました。次は明るいうちに休んでください。その言葉だけはとても人間らしく聞こえました。私たちは車を出して山道を下りました。1時間後、匠は最寄りの警察署に行って去年のことを話しました。最初は半信半疑だったみたいですが、場所を聞いた警察が捜索をした結果、本当に崖の下から古い事故車両が見つかったそうです。運転をしていたのは若い女性だったと聞きました。行方不明届も出ていたらしい。それを知ったとき、匠はしばらく何も喋れませんでした。もちろん私たちも同じでした。見つかってよかったとは簡単に言えない気持ちでした。もっと早く伝えていれば、あの人はあの道に取り残されずに済んだのかもしれない。その後私は一度だけ昼間にその道を通ったことがあります。どうしても気になって一人で確かめに行ったんです。でもあの場所にはドライブインはありませんでした。あったのは雑草に埋もれた古い更地だけ。看板の土台みたいなものが斜めに残っているだけでした。近くのガソリンスタンドで聞いたら、その辺りには昔、確かにドライブインがあったそうです。名前は、ドライブイン、三崎。10年ほど前に火事になって、そのまま潰れたと。店員さんがいたかどうかまではわかりませんでした。私はそれ以上何も聞きませんでした。聞いてしまったら、千恵さんが何者だったのか、本当に知ってしまいそうで。ただ、あれから今でも夜中に長い山道を走っていると、たまにナビが変なことを言う時があります。本道から外れているわけでもないのに、急にルートの再検索を始めたり、存在しないはずの休憩所を目的地候補に出したり。そんな時、私は必ず音量を切ります。画面も見ません。そしてできるだけ早く明かりのある場所で休みます。あの道にはまだ帰れない人がいるのかもしれません。あるいは帰り道を知っている誰かを今も探しているのかもしれません。深夜のナビは便利です。でも時々、あれは目的地ではなく、行き先を失った者の願いを拾ってしまうことがある。だから夜の山道で見知らぬドライブインに案内されても、どうかすぐには従わないでください。そこが本当に休むための場所とは限りません。